猫が鳴いてる。この声聞こえてるかな？お疲れ様です。この声聞こえてる？あ、聞こえてる。お疲れ様です。何日だ？ 5 月27日土曜日。8時20分。作水の悩み聞き始めさせていただきたいと思います。BGM もちゃんと聞こえてるかな？ちょっと今回はオープニングと配信中とエンディングで BGM を分けさせていただきました。で、前回よりもちょっと BGM 大きめにしてます。メンバーシップありがとうございます。ありがとうね。嬉しい。いや、お疲れ様。聞こえてる？聞こえてる？いや、みんなお疲れ様です。土曜日。いや、1週間、長かったね。いろいろあった自分なんかいろいろあったんだよね。なんかお仕事で、イベントの運営をやったりとか、普通にお仕事を頑張って、なんか、充実してたけど、疲れたかなっていう感じ。ちょっと待ってね。ツイッターで通知させていただきます。ツイッター通知。ちょっとね、猫が泣きながら、ちょっとなんか興奮してるみたい。興奮してるみたいだから、ちょっと、猫の声も入りながら、もしよければだけど、やっていこうかな。いや、こんばんは。皆さん来てくれてありがとうございます。サクポン頑張った。皆さんお疲れ様。今週テスト？明日体育祭だから1週間長い。明日体育祭？明日って日曜日？土曜日が休みじゃない。でも平日、その分休めるのかな。お疲れ様です。プレゼンとかはもうやらないのかな？お仕事で。いやー、プレゼンね、やるよ。なんか結構そういう立ち位置にいるから、プレゼンとか頑張るかな。こんばんは、初見ですさ。お疲れ様、お疲れ様。ね、猫さん飼ってるんですか？猫飼ってる。っていうことで、それは置いといてっていうことなんだけど、今日はちょっと悩み聞き配信ってのをやっていこうかなって思ってます。猫ちゃん何の種類？いや、わかんない。広い猫だからね。なんか、アメショーとか入ってるかもしれない。悩み聞き配信をやっていこうかなって思ってます。で、なんだろうな。自分はね、プロのカウンセラーとかじゃないから、悩みを解決することはできないかもしれないけど、でもね、近い友達、友人、家族にはなかなか言えないけど、でもこのモヤモヤを少しでも解消したいっていう悩みを聞いていけたらなってすごく思ってる。自分がね、ちょっとあまり悩みを打ち明けられないタイプで、小さい頃とかは、すごい自分が抱える悩みとか言えなかったんだよね。親にも。周りの人に迷惑かけちゃうとか思ったりするし、なんだろうな。所詮自分が感じる悩みだから、自分自身で解決しないとダメだろって思うことが多かったんだよね。だから、でもそれも良かったんだけど、でもやっぱりちょっと辛いし誰かに聞いてほしかったっていうのを思ったから、ちょっとこうやって今回はいろいろ集めさせていただきました。気持ちわかる？送れるようになってる。ハート。ね、みんな右下にハートとかあるのかな？送ってくれたら嬉しいよ。初見です。こんばんは。皆さんこんばんは、作水です。いつもシチュエーションボイスありがとうございます。でね、なんとね、今回その
皆さんの悩みを集めさせていただきました。結果ね、ちょっと待って、増えてるんだけど、34、35、36、37個のお悩みを受付、ご送信いただきました。ありがとうございます。痛い。なんか基本この配信のルールは39分で終わりたいっていうこの作水の考えがあるんだけど、1個1分でやらないと終わらない。だから、ちょっと、いきなりなんだけど、延長ということで。痛い。ちょっとごめんね。マイクに頭当たっちゃった。そう、たくさんあるのみんなありがとうございます。本当に。そんなことで落ち込むなって言われるのが嫌で誰にも言わないね。なんでそんなことで悩むのっていうさ、言葉すごく嫌だよね。なんかさ、自分の抱える悩みってあなたには分かんないじゃんって。で、人によって価値観違うからさ、他人が思うその人が抱える悩みの大きさとさ、自分が考える悩みの大きさって全然違うんじゃん。だから朝起きれないっていうもし悩みがあったとしても、他の人からじゃあ早く寝ればいいじゃんって思うかもしんないけど、そういうわけじゃないじゃん。そういうわけじゃない。だからやっていこうかなって思っていて、で全部やります34、35、36、37個今質問来てるんだけど、全部答えるというか聞いていこうかなって思っています。延長嬉しい？ 3 時間9分でもいいよ。ちょっとまあなんかね、予定が誰かみんなあれば全然途中抜けしても大丈夫だし、この配信はアーカイブに残すから、自由に出入りどうぞって感じで、じゃあちょっと BGM をちょっと変えていこうかな。これで BGM って変わるのかな？よし。どう？ BGM 変わった？分かってもらえないんだよね。そうなんだよね。よく親に言われる。なんでそんなので泣くのって。いやー、それがしんどいよね。痛い。飲み物飲もうとしたら前歯に痛い。当たった。皆さんこんばんは。来てくれてありがとう。作水さんの声聞いてると泣きそう。なんか嬉しくて。泣かないで。緊張してると思うからたまに水分補給。いやでもみんなのこうやってさ、みんながコメントしてくれるおかげで結構自分は落ち着いてる今。ちょっと飲むね。いつもと相変わらず美しい酢と書いてみちょを飲んでます。みちょのマスカットで、一応宣伝なんだけど、メンバーシップを始めさせていただきました。月額690円かな。で、なんか名前の横にバッジだったりとかスタンプとか、あとは限定のコンテンツ、より深い悩み聞きの配信をやっていけたらなと思うので、もし気になる方がいたら。前歯はね、前かけたんだよね。中学生の頃にね、自転車で1回転したことがあって、それで無傷だったんだけど前歯だけいった。ということで、お悩み聞きをやっていこうかと思うんですけど、まず最初にお伝えしたいのが、なんだろうな。さっきも言ったけど、みんな抱える悩みって大小それぞれだと思うし、その人が抱える悩みの大きさって他人から判断できないんだよね。だからその悩みに対して、どんな悩みに対しても自分は真剣に考えていこうかなって思っているし、みんなもということでみんなも悩みがなくても、今もし抱える悩みがなくても少しでも寄り添ってもらいたいかなっていう感じ。最近完熟王の黒酢ドリンク見つけてる。飲んで。黒酢ドリンクです。黒酢ドリンク美味しそう。お疲れ様です。ということで、じゃあ始めていこうかな。
じゃあ皆さん、よろしくお願いします。作成の秘密の一夜、ここでしか聞こえない配信、始めさせていただきたいと思います。痛い。ってことで、でもなんかさ、ちょっと、なんか、あれなんだよね。ちょっと今回、みんなのコメントが配信の上に映らないようになっちゃってるんだけど、ちょっとごめんなさい。ちょっと、また今度改善します。ってことで、いくね。ペンネーム、ちょっとお水飲もう。いきます。ぶつけすぎじゃない？ごめんね。ペンネームお肉さん。苦手な人の隣の席になりました。他人の人と比べて話し方が違うので、相手も自分のことが嫌いだと思います。それはいいのですが、わざわざ話し合いの時に何か喋ったり、それを態度に出してくるのが一番めんどくさい。そういう子だと割り切ればいいんだけど、いちいち気にしてしまうメンタル得られる。よくあるよね、これ。よくあるよね。なんかやっぱさ、人ってさ、合う合わない。ね。なんかさ、サッカー部のめちゃめちゃイケメンの、めちゃめちゃ学校で人気の人がさ、いる、そういう人がみんなだったらいいんだけどさ、やっぱり人って合う合わないがあるよね。YouTube のコメント欄の言う、あれろ、ちょっと待って、無理なんでね、できないんだよね。なんか人に、でもなんか難しいよね、これね。やっぱどことなく、すごくさ、わかるよね。なんかさ、すごく嫌だよね。まあなんか自分から言えることは、なんだろうな。なんかこれから、社会に出ても、自分社会人、6年目とか、5年目、6年目とかになるんだけど、これからどんどんね、その合う合わない人に会ってくると思うの。なんか今は学校の中だけなのかな？これ学校なのかわからないけど。だから、そういう人が、なんだろうな。どういう態度を取ったら、そういう人にはどういう態度を取ったらいいのかっていうのを考えると、すごく楽になっていくかもしれない。ね、猫さん。何年も働いてて偉いかな？どうかな？だから自分はちょっと人間関係すごい苦手なんだけど、でも、苦手だからこそ、相手のことを知らないといけないなってすごい思ってて。相手のことを知ると、その人が何を求めてるのかっていう行動ができるから、だからそこでトラブルが生まれないの。だからある意味、そこでコミュニケーションを変に取らなくて済むから、まあなんか参考にしてもらえたらなって思ってます。っていう感じでやっていこうかな。ちょっとみんなにも、意見を仰ぎたいときは仰ぐね。で、ちょっと次は、みんなにぜひ意見を聞きたい。いくね。ペンネームかなさん。旦那の不倫が発覚したのが3人目、妊娠臨月。結婚して5年。不倫も5年だったみたい。会ったのは2回体の関係のみ。連絡はしたりしなかったりだから、実質2年間くらいなのかな。すぐ会える距離の方との不倫ではなかったみたい。ほんの出来心だった。臨月でそれを知ったときは、絶望離婚も考えたけど、どうにか家族は続けてる。もう分かって2年が経とうとしてるけど、旦那の帰りが遅いと心配になったり、不安になる毎日。心の傷が癒えなくても、笑顔にならなきゃいけない。こんなこと周りの人に言えるわけないから、ずっと一人で抱え込んで辛い。いや誰にも言えないよねこれはと思った。しかもさ、文面読んでる、いや難しいよね。
子供2人いるからさ、子供3人いるからさ、旦那が稼ぎ頭だと思うから、変に離婚すると子供の幸せを、変に離婚して子供の幸せとか考えたり、あと旦那のことがまだ好きなのかな、旦那さんのことがって考えると、すごく言えないよね。なんか近い人に言っちゃったらさ、またなんかそれが火種になってみたいなことも考えると不安になるだろうし、どうなんだろう。でも多分前向きに考えてると思う。その自由入力のみんななんか今回の悩みプラス自由入力のところも入れたんだけど、まあそこも前向きな感じに書いてくれてるからいいと思うんだけど、正直これに関しては自分はなんかそこまで人生を歩んで、ここまで深く歩んでいないからアドバイスとまでは言えないけどさ、何が正解なんだろうねって思って子供のためを思うなら、いやなんか3つぐらいふと考えたんだけど、旦那さんと話し合ってちゃんと自分の思うことを伝えるのか、子供のことだけを考えて旦那さんのそれを認めるのか、それともあれかみたいな。私は親の辛い姿を見るのが辛かった。でも子供はちゃんと見てるし、ママの味方でいてくれる。お子さんが いくつなのかにもよるよね。子供を守りつつ自分の正しいことをする。そうだよね。なんかこうやって、いやーでもごめんね、何かその正解がないんだけどさ、正解がないよね。弁護士、いやでも旦那さんが好きだった場合だよ。弁護士とかつけたくないだろうし、まあ冷静に話し合う。でももし自分自身で覚悟を決めるのであれば、それで続けていくってのも一つの手だと思うし、なんかあれだよね、一つの選択肢にとらわれるんじゃなくてさ、なんかいろんな選択肢の中、選択肢を作っておいて生きていくってのはやっぱり大事だよね。なんかめちゃくちゃ極論を言うとね、めちゃくちゃ極論だからこの話は変に捉えてほしくないんだけど、猫めっちゃ鳴くじゃん。死ぬっていう選択肢もすごく大事だなって思ってる。この発言はすごく真剣にはあまり捉えてはほしくないんだけど、でもなんか変に抱え込むよりかはそういう選択肢もあるよってだけでかなり生きるのが前向きになっていくと思うから、もしよかったら見て見ぬふりはしんどいよね。じゃあ次行こうかなありがとうね。じゃあペンネーム、次がゆりやさん。最近めちゃめちゃ恋がしたくて、好きな相手見つかる方法とかって何かありますか？恋、皆さん恋してますか？恋がしたいか。でもね、なんか本当にね、ひねくれてるとか思ってほしくはないんだけど、多分恋愛したくて誰かと付き合うと絶対うまくいかないと自分は思ってる。だから恋がしたいのであれば、まあ同性異性どっちが好きなのかわからないんだけど、友好関係を広げていくってのは一つ大事だなってすごく自分は思うかな。何みんなしてる人いるじゃん。無理にしなくてもって感じ。大人だね。
大人だね。そう、だから、なんだろうな。恋がしたいなら、友好関係、もしこれ学校の子だったら、ね多分友好関係広げた方が出会いも多くなるだろうから、で、あと、社会人になったらだけど、全然出会い系アプリとかもいいと思う。なんかさ、ちょっとさ、出会い系アプリってさ、マイナスなイメージあると思うんだけど、でも、海外では出会い系アプリで出会う人の人数が一番そのカップルになる確率で高いらしいんだよね。だから、ある意味出会い系を使うのもね、ちょっと中には変な人もいるから気をつけてね。やりもくとか。あれだよ。なんかさ、絶対にやってほしくないのは、体を売ること。自分の体は大切にしてね。じゃあ次。出会い系ちょっと怖いよね。で、今度あれにしようか。出会い系の使い方をみんなと学ぼうかな、みたいなのも。ちょっと参考にしようかな。じゃあ次。ペンネーム、くまさん。これもあれだ。結構今回学校の悩みが多い。だからすごいなんか自分的には懐かしいなって思うかな。学校の人たちが、慕ってくれるのは嬉しいんですけど、それがちょっと周りと差がつくくらい度が超えてて、周りはいいことって言うんだけど、自分はそうは思えない。それが結構しんどくて愛想笑いもいつも以上に頑張らないといけないから、それで最近不登校気味。作水さんは自分がこんな学生生活ならどう思いますか？また愛想笑いに疲れてもう無理だってなった時はどうしますか？教えてほしい。自分ね、1年前、1年前じゃない。去年の12月じゃない。一昨年の12月まで、インポスター症候群っていう精神的な病気だったの。で、その病気の内容が精神的な病になるんだけど、他人からすごく期待されるけど、自分はそんな人間じゃないっていう思い込みで鬱になるみたいな。多分結構このクマさんはそういう感じだと思うんだよね。すごいなんか他人にいっぱい期待されるんだけど、いやでもそんななんか期待されるほど自分なんか頑張ってないし、そんな人間じゃなくてみたいな。ただやってるだけなんだけどみたいな。だからすごく今俺も2年前に会ったなってのをすごく思ってる。でも結構みんなもなんか精神的な病までいかないけど、こういう風に考える人って結構多いと思うんだよ。だからクマさんもね、なんだろうな、抱え込みすぎず、こういう考えの人が周りにもいるっていうのをすごく頭の中に置いた方が生きやすくなるかなって思ってる。愛想笑いに疲れてもう無理だなってなった時、自分だったらどうするか？枕に叫ぶか、お風呂の中に入って叫ぶっていうそのストレス発散はするかもしれない。やってたな。なんかね、自分の考えってなかなか言いづらいよね。期待されるのも困るよね。愛想笑いするの、自分も大学ぐらいまではずっと愛想笑いだったかも。なんか自分の考えってよりかは周りのさ考えを大切にしたい人間だから、だから自分の考えとか言わなくていいし、その周りからの意見が楽しそうであれば愛想笑いで流すみたいなのはあるけど、だからっていう感じかな。自分もなんか愛想笑いに疲れてもう無理だったら何かに叫ぶ。
叫ぶのが俺自分的にはすごくストレスが発散になるかな。通勤の時に叫んだらダメだね。ちょっと待ってね。そう、俺言ったじゃん、ほら。枕で叫ぶとか、お風呂の中で叫ぶとか。通勤中に叫んだらもうそれはもう周りに迷惑かけてんのよ。それはダメよ。それはダメ、それは。精神的な病気になったことがあるから気持ちよくわかる。そうだよね。まあだから、自分がもしそのインポスター症候群ってなった時は、精神科に行った。自分がね、精神的な病気になるとは思わなかったんだけど、でもこれは本当に無理だなと思って病気として行って治療を受けたらちゃんと治ったな。あとは何か支えになるものを作るってのもいいと思う。で次、ただの返事になっちゃうね。次。ペンネーム、アインさん。こんにちは。大ファンです。ありがとうございます。私、男、ゲイは、彼氏が欲しい。最近マッチングアプリで男たちと話してるんですけど、なんか本気よりやりもくの人がめちゃくちゃ多くてつまんない。恋愛をしたいってことね。やめたいんですけどなんかやめられないです。どうしたらいいですか？難しい。今ってさ、結構その、同性愛者同士のマッチングアプリって結構多いと思うんだよね。結構増えてきたみたい。なんか YouTube で、80人格の人がいて、それの付き合ってる人が男同士で、出会いも同性愛者のマッチングアプリみたいな感じになってるんだけど、マッチングアプリは確かにやりもくが多いね。みんな本当に気をつけてね。出会い系サイトとか。なんか軽い気持ちでやるのはあまり良くないのかもしれないけど、ちゃんと出会いたいなら出会いたいでちゃんとあれかもしれないけど。やめたいんですけどやめられないか。なんかゴールを何にするかだよね。ゴールを何にするか。恋愛がしたいのであれば続けてもいいと思うよ。本当にマッチングアプリで体求める人よく見るからやだ。でもなんかネットだからこそのやつじゃない？なんか知ってる人よりも知らない人の方がっていう人は結構世にはいるんだよ。大変だと思う。やめたいんですけどなんかやめられない。やめたいんですけどなんかやめられないか。どうしようかね、これ。難しいな。でもなんか、新宿のさ、その、東京の渋谷とかにあるその、オカマバーとか、そういうところに行ってみるのいいかもしんない。オカマバーめっちゃ面白いよ。だからそういうところでこういうのを聞いてみるとね、なんかもうとんでもない考えのが降り注いでくるからすごくおすすめだよ。出会い系はちょっと怖いよね。やめたくなるまで続けるのもいいかもしれない。じゃあ次ペンネームリン仮名様。次も学校だな。すごい。中学3年生です。今中学3年生で、高校について私は通信制高校に行きたいのですが、なかなか親に言えません。通信制高校の方が自分に合っていて、一般の高校はあんまりという感じ。どうすれば言えるようになると思いますか？暗い内容ですいません。全然暗くないよ。どうすれば親に言えるようになるかか。多分、自分の考えとしてを伝えさせていただくんだけど、このままでいくと、この文章のまま親に伝えると、多分許してくれないって思うんだよね。なんでかっていうと、通信の高校の方が自分には合っていて、
一般の高校はあんまりだと思うから通信制の高校に行きたいんだけどどうって言ったら、何が合っていてなんでダメなのっていうのがあるからさ。親もなんだろうな、親にも考えがあるけど、君のこのリンさんの考えもちゃんと大切にしてくれると思うから、だから通信に行って何がしたいのかとかちゃんと明確にするといいと思うよ。こういうことを勉強したいから通信に行きたいだったり、定期的にほら、学校に行って友達と会いたくないとか、人間とさ、会いたくないっていうのであれば、ちゃんと真剣に伝えるってのはすごく大事だなってのは思う。どんな親だとしてもね。まあ親にもよるよね。親にプレゼンする、だからなんか自分の考えてることをちゃんと説明できるようになってくると、より自分のやりたいことがすごく叶えていけると思うんだよね。ちょっとこの話はまだ難しいのかもしれないけど、やりたいことがあったら口に出すっていうじゃん。理由とかも言ったらすごくいいと思う。やりたいことがあったら口に出す理由としては、正直他人の考えなんて絶対わかんないの。だから少しでも自分の考えを親に伝えていくってのは、いいかもしれない。で、そこでまた親の考えも聞けるからね。だからちゃんと話し合うってのは大事だと思うよ。親に言うのは本当に受験するよりも高い壁すぎるのでとても共感できる。言いづらいよね。なんかどうしても否定されちゃうんじゃないかって思っちゃうもんね。相談ありがとうね。自分が何をしたいのかを伝えるのもいいと思う。のもいいし、なんで自分が一般の高校に合わないのかってのも伝えるのもいいと思う。もしかしたらそこで否定されるかもしれないけど、ちゃんとそこは話し合った方がいい。自分の考えをぶつけてね。じゃないと自分の人生だからねって自分は思うかな。ごめんね、なんか変なっていう感じだったら。じゃあ次、ペンネームパンダさん。今回次は仕事関係だね。最近夜寝れないし朝も起きれません。なので仕事に行けても眠たすぎて仕事になってないです。助けてください。夜眠れないんだ。結構ね、寝る前のさルーティーンって大事にしてたりする。なんかすごく眠れない時自分もあって、じゃあ何をすれば眠れるんだろうって思って、寝る前にちゃんと湯船に浸かるとか、紅茶ダージリンティーが好きだからダージリンちゃんと飲んで、あったかいダージリン飲んでリラックスしてから寝るとか。あとあれだよ、寝る前のスマホとかもあんまり良くないだったり、あとはハンドクリームをつけるってのもすごく大事。好きな匂いのハンドクリームをつけるだったり、あとはやっぱりあれかな、なんかね、サクスイっていう人がシチュエーションボイスを YouTube に投稿してるらしいんだよね。なんか巷ではね、なんか眠れるっていう噂をすごく聞くの。だからそうね、なんか寝る前に聞いてみるのはいいかもしれない。どっちかだよね。眠くなるか目が覚めちゃうか、ちょっと二択になっちゃうかもしれないけど、言うと思った夜眠れないのすごくわかる。寝たくても寝れないし、起きたくても起きれないみたいな。すごくわかるでしょ。宣伝が始まったじゃないよ、ちょっと。
じゃさっきさ、投稿したんですよ。ヤンデレかける一人二役。ね。もしこの配信終わったら聞いてほしいんだけど、一人二役やったの。高い声と低い声。みんな、こんにちは。俺の声聞こえてる？なあ、俺の方がいいだろう。みたいな感じで、シチュエーションボイス取ったから、そう。それ聞いてくれたら嬉しいなって。ストレッチとかもいいと思うよ。だからそういった感じで寝る前のルーティンを決めて毎日やると、不思議とね、そのルーティンをやると眠くなってくるの。毎日続けていくと。っていう感じ。あ、眠れた？寝る前にスマホを触らせるさ。違う。スマホね。なんだろうな。自分のシチュエーションボイスって実写じゃないからさ、ほぼほぼ。実写もあるけど。だからほら、見ながら、じゃなく、耳だけあればいいじゃん。そういうことだよ。はい、次。ペンネーム、くるみさん。ちょっとお水飲むね。触らない方がいいって言ってるのに触ってって言ってんじゃん。次行くね。最近は特にないけど、自分自身が褒めてあげるのが一番自分自身を褒めてあげるのが一番大切なのかなって思ってる。自分は結構ネガティブで精神不安だから、いつも病んでるけど、病んでても自分を褒めることは大切にしてる。過去のことはいつか忘れちゃうから、その日のことを日記に書いてて、もし辛いことがあったり、しんどいことがあったりしたら、辛かった時の日記を見て笑って頑張ろうってなる。ほう。その代わりに日記書かないとやっていけなくなった。いやでも、メンタル強強じゃない？辛いことがあったり、しんどいことがあったりした時に、辛かった時の日記を見て笑って頑張ろうってなるんでしょ？なんかそういう、なんか、モチベーションの保ち方もあるんだ。でもなんかやっぱり日記を書くってすごく大事だよね。なんかさ、いいことも悪いことも日記に書くことで、その時のことを思い出せるから、やっぱ人間って記憶力はもうたかが知れてるから、そうやって形に残しておくことで、なんだろうな。まあいいことであればその時のいいことで、自分のね、モチベーションが上がるだろうし、でも、すごいな。なんかちょっと尊敬しちゃった。辛かった時の日記を見て頑張ろうって思うのか。でもあの時は辛かったけど今ちゃんと生きてるっていうことなのかな。でもちょっと自分もやってみようかな。弱々なのちょっと。これは匿名だよ。みんな結構日記は書いたりするのかな。日記毎日書いてるの偉すぎるね。だから俺もね、日記書こうとしてさ、なんか本屋さんに行って、ちょっとね、いくらだろうな。1800円、2300円ぐらいのさ、ちょっと見た目おしゃれなやつ買うんだよ。あとちょっといい感じのペンとかも買うんだけどさ、1日目、いい感じ。2日目、そういえば書かないと。3日目、何書けばいいのかね。4日目。っていう感じだから、日記を書けるってのはすごく尊敬する。作水日記、作水日記はね、続けられないかもしれないけど、もはやなんかちょっとシチュエーションボイスが日記になっているのかもしれない。ちょっと何言ってるのかわかんないけど。見返すのはいいかもね。うん。匿名じゃないの笑っちゃったね。なんか本人が良さそうなのね。もうペンネームでバレてるから匿名じゃない。まあ。いろいろあるから大丈夫よ。日記って朝書くといいらしい。夜書くと病んじゃうらしい。なんか気分的な問題だよね。夜ってどうしてもさ、なんだ今の発音。夜ってどうしても、やっぱりマイナスなイメージになりやすいみたいだからね。
今なんかすごく偉いと思うな。でも少しでも自分が支えになれたら嬉しいな。ちょっと待ってね。そう、続けるってことすごく大事だと思う。だから自分も投稿だったり、こういう配信を続けて、どんな時でもみんなにいい景色を見せられたらなとは思っております。じゃあ次、ペンネーム笹かまさん。ほう、年上の彼氏が全く嫉妬しないタイプ。私はヤンクラなことがあって濃いめ重めの愛が好きなんです。なんだけど全く嫉妬されなさすぎて不安になる。男友達と2時まで飲みに行った時も飲みに行った時帰ると楽しかったいいねとか、目の前で幼馴染から飲みの誘いの電話が来ても何も聞かれません。信頼してるからと言ってくれるのは信頼を裏切らないようにと言ってくれるので信頼を裏切らないように大切にしようと思ってはいますが、やっぱりどうしてもモヤモヤしてしまう。どうしたらいいでしょうか。なんかちょっと読むのが楽しくなってきた。まあでもなんかヤンクラだからとかじゃなくてさ、なんだろうな。なんかやっぱり相手がどう思ってるのかは話し合った方がいいかもしんないね。なんだろうな。やっぱ信頼してくれるのは嬉しいじゃん。だったりお互いが自立してるのならすごく自分はやりやすいと思うんだけど、でもね、多分付き合ってるし毎日のことだと思うから、そういうのは話し合った方がいいよ。自分はこう思ってる。でもあなたはどう思ってるのっていうのは聞いた方がいい。で、だからヤンクラなことはね、多分あんまり言わなくてはいいと思う。だからなんだな、もうちょいなんかちょっと嫉妬してほしいんだけどっていうのを伝えた方がいい。ヤンクラはね、ちょっとね、ヤンデレ好きとかそういうのはあんまりね、言わない方が身のためかもしれん。年上の余裕を見せたいのもあるかもしんないね。確かに。それはあるかもしんない。年上だし、そういったことも、なんか寛容的な方が器がでかい男を見せられるみたいな。なんかそれでお互いいいのであればさ、なんかお互いがお互い、遊んでいいよ。でもちゃんと帰ってきてねっていう感じだったらいいんだけど。だからお互い話し合うってのは大事かもしれない。なんで嫉妬とかしてくれないのとか私なら言っちゃう。そういうのも伝えてみるのもいいかもしんないよって感じ。じゃあ次行こうかな。ペンネームのんさん。喉鳴った。私は昔いじめがあってトラウマで、団体行動が苦手で人の輪になかなか入れません。どうしたら人と話すことが上手くなりますか？いじめね。俺も小学5年生の時に小学6年生の上の人にすごいいじめられてた。どういういじめを受けていたかっていうと、公園に呼び出されて顔殴られたりとかしたな。一緒だ、いじめ。でもね、自分も団体行動苦手。なんかあんまり認めたくないけど、いろんな精神診断みたいなのやると社会不適合者っていうのはすごく自分は出てくるの。あんま認めたくない。なんか自分を社会不適合者ってすごい認めたくないんだけど、でも多分同じ感じだと思う。なんかあんまり人に興味ないし、団体行動ってよりかは自分の行動をした方が自分は好きみたいな。だからね、やばいよね。顔殴るはアウトだね。でもさ、難しいことにさ、なんか
小学生の時とか当たり前がわからないからさ、これが普通なんじゃないかって思ってた時もあったの。だからそういったね、そういった人もここの中にいると思うから、それは当たり前じゃないんだよっていうのも伝えていけたらなって思ってる。だからどうしたら人と話すことが上手くなりますかっていう問いにはなるんだけど、やっぱりさっきも言ったけど、相手のことを理解するのはすごく大事になってくるかなって思ってる。なんだろうな。凄腕の頭のいい悪役がいるとするじゃん。アニメで。で、なんでその悪役に、手こずるかっていうと、主人公が行動することが全部読まれてるから、その悪役に、手こずるんだよね。ってことは、その悪役がいい人であったら、相手が何をしたいのかを理解できるから、物事がうまく進むようになっていくんだよね。子供が元気だ。すごい外にいる。団体疲れるよね。だから、ちょっと相手のことを理解するってのも大事だし、だから団体行動が苦手のままでいいんだよっていう。そう。団体行動しないとダメなんだなっていう考えになったらダメだからね。苦手の中でどうやっていくかっていうのはすごく大事だと思う。次、ペンネーム、ネムさん。ストレスを発散したいです。いいね。もうこういう悩みもすごくいいと思う。でもストレス発散ってなかなか、何ですかって言われたらないよね。みんなの、ある。もう、これでストレス発散してますっていうストレス発散法とかってあったりするかな。自分はなんだろうな。自分は結構ね、そのシチュエーションボイス、こうやって録音することだったり、何か発信することは、すごくストレスの発散になってる。だから日々自分が考えるその、コミュニティ投稿で発信する文字だったりとか、ツイッターで言う文字だったりとかは、少しそのイラってしたストレスをいい方向に書き換えて発信したりして、みんなにいいねもらって、ああ、承認欲求って思ってる時もあったりするよ。叫ぶいいね。歌ったり運動したりもいいかも。もう寝るはいいね。寝るいいリセット。欲しいもの買いまくる。お金あったら買いまくりたいな。って言っても物欲ないからさ。欲しいもの何？今欲しいもの何って言われたら、アーモンドかな。今すごくアーモンドが食べたい。一人最高と叫んでよ。一人最高って。やばいよ。好きなアーティストの曲を聴く。いいじゃん。ひたすら泣く。いいじゃん。ゲーセンにあるパンチ測定器的なのやってみたい。あれめっちゃストレスになりそう。ストレス発散になりそう。趣味に没頭するいいね。一人カラオケいいね。今一人カラオケあるんだよね。その、一人だけのブースのカラオケ。めっちゃいいよね。部屋でイヤホンしながら歌う。いいね。何かストレス発散しようとしたら逆にストレスかかるとき多いから余計なことせずに溜めてます。ストレスを溜めてるのでちょっと俺の声で癒したらなと思って。サウナいいな。サウナ行ってみたい。整いたい。すごい気持ちいいらしいじゃん。サウナ。ちょっと意味深みたいな感じになっちゃったけど、ストレス発散こういったことでいろいろストレス発散したらなって思ってる。アーモンドを送ってってこと？じゃあちょっとお待ちしてます。ちょっとじゃあここに、よいしょ。じゃあここに、はい、作水ボックスに送ってもらえたらなって思ってます。
で、どうこれちょっと。これ自分が描いた猫なんだよね。ちょっとちっちゃくて分かりづらいと思うんだけど、自分が描いた猫なんで。あ、ちょっと待って。やばい。やばい。やばい。コメント欄がリセットできないよ。あ、できた。そう。じゃあちょっと作成ボックスにアーモンドを送ってもらえたらなって思ってます。じゃあ次。ペンネーム、ごえんちゃんさん。私の悩みです。あ、違う。仕事の悩みです。仕事は好きですが、上司部下の関係、つまり人間関係で悩んでる。現状は上司、部下もイライラしたら僕に、仕事後これだけしてから帰れ、と言います。それは残業代が全くつきません。夜勤して日勤回り辛い日常です。いろんなね、方法がある。なんか自分もまがいなりに5、6年社会人としてやってきて、まあ波もあるだろうからあれだけど、いろいろある。まず一つは、辞めるっていう選択肢、新しい仕事を始めるっていう選択肢はすごくいいと思う。だってこれ、おかしいと思う。なんか自分は、変に捉えないでね。残業は犯罪だと思ってる。変にこの言葉は捉えてはほしくないんだけど、残業することは自分的には犯罪だと思ってる。それぐらい、なんか残業って、自分は意味ないと思っていて。残業した分その人にお金を払わないといけないし、その決められた時間の中で働けなきゃいけないのに、それを延長して働いてるってのは自分の中ですごくおかしいと思ってる。でも、中でもすごく必要だとは思うよ。でもそんな中、頑張った残業に残業代がつかないのは本当にありえないと思う。おかしい。だから、一つやめるのも大事だと思うし、他の上司じゃない、そこの外の人、会社内の上の人に相談するのもすごく大事だと思う。辞めることは決して悪いことじゃない。そう、悪いことじゃないと思う。合わないのであれば、辞めた方が。だから、でもなんか、その辞めにくいよね。辞めたことがない人がさ、会社を辞めるってなるとかなりストレスというか、ちょっとなんか、重い腰が上がらないとは思うんだけど、でも絶対にあなたに合う仕事は他にあるから。自分は残業したくない。おかしいと思う。でも中にはわかるよ。家庭のこととか、子供のこととか思って、少しでも残業をして、少しでもお金をもらいたいっていう気持ちも十にわかる。わかるんだけど、でも自分は残業はすごくしたくないからっていうタイプ。でもおかしいと思うな。ブラックだと思う。っていう感じ。ちょっと正解になってるかわかんないんだけどね。じゃあ次。ペンネーム、チョコレートさん。最近の個人的な悩みです。自分が本当に何をしたいのかわからないまま、一度決めたことに向かって進んでいる途中です。だからといって今進んでる道から自ら外れたとしても、本当にしたいことがわからないから道を変えることはできない状態。それに、今更変えることも難しい状態になっている。もしかしたらこの道を進み続けたらいつかやりがいを感じれると自分に言い聞かせています。深刻な悩みではないですが、頭の片隅でずっとモヤモヤしてます。少しでも晴らせたら嬉しいです。だって。スイートな名前でしょ。しかもなんかね、カタカナで全部大文字小文字なく、チヨコレイトさん。いいね。こういうスイートな名前好きだよ。これね、難しいと思う。
けど、一回ね、立ち止まって、自分が何したいのかってのは、考えた方がいいと思う。で、答えは出した方がいいと思う。自分の活動で例えるとさ、何かに絞んないで、だからシチュエーションボイスとかヤンデレとかに絞んないで、ただ配信だけをやるっていうスタンスで YouTube だけやるってなると、絶対に視聴されないし見てもらえないし、自分のやりたいことがやれないわけ。自分はこの声で一人でも多くの人を救いたいし、ヤンデレの魅力を伝えたいし、自分の演技力を上げたいし、もっとこの声が広がっていけたらなって思う考えがあったとして、じゃあこの考えでどうやっていこうかなって思って YouTube で、シチュエーションボイスすごい好きで、ヤンデレっていうジャンルもすごく魅力的で、聞いている人も多くて、じゃあこれをやろうと思って、いろんな考えを最初に持ってスタートしたのが今この YouTube なんだよね。で、おかげでありがたいことに皆様から多くのありがたいことの意見をいただいて、自分すごく今幸せなんだけど、なんかちょっとこれには甘えられないと思うんだけど、すごく今幸せなの。だからある意味一回立ち止まって自分が何がしたいのかっていうのをちゃんと言葉にした方がいいと思う。言葉にするというか考えをまとめた方が。自分自身に問いかけて何がしたいのか、何をやっていきたいのかを考えるのはすごくやっぱり大事だと思う。で、そうすることによってね、それをちゃんと考えをまとめることによって、やっぱりその道を歩くスピードも変わってくるから。やっぱり。ですると、やりがいを見つけられるスピードも速くなる。成功する道も速くなると。自分が成功するかはわかんないし、作水がうまくいくのかも正直わからないけど、でも、一回ここで立ち止まって遠回りするのが一番近道になるかもしれない。何かを成し遂げないと不正解というものではないしね。正解が正解とも限らないしね。っていう感じかな。ちょっと真面目な話になっちゃうけど、でもこういうことになるよね。よし、じゃあ次行こうかな。次、ペンネームちょうちょさん。人の顔色ばかり伺ってしまいます。自分の意見が言えない。心配性もあってなおさら言えずに抱え込んでしまうと、少しでも改善できたらなと思います。いやー、ね、人のさ、顔色って気になるよね。なんかさ、やっぱり気になるもん。自分がシチュエーションボイスやってることって周りどう思ってるんだろうってすごい思ったりする時があるし、この自分の声を聞いている人たちは本当に自分の声が好きなんだろうかっていう人の顔色をすごく伺っちゃう。みんなもなんかそういうことあったりしないかな。なんかさ、やりたいことあるんだけど、親の目とか友達の目の伺っちゃうみたいな、自分はすごくあるんだよね。でも心配性もあってなおさら言えないのか。自分の意見が言えない。ああ、なるほどね。でもね、結構ね、やっぱり自分の意見を言わないと話がうまく進まない時があったりするんだよね。だからなんだろうな、自分の意見を言わない時も大事だと思うんだけど、その自分の意見を言う時の大切さっていうのを頭の中にあった方がいいと思う。なんかここは自分の意見を言った方が話がうまく進むなっていうのを
考えれるようになると、だからそうなってくると心配性になるとっていうよりかは、今の状態を冷静に把握して出したい答えを出せるようになって、周りからも認められるし、自分もストレスなく話を進めていけるんじゃないかなって思ってるよ。でも言いたいんだけど、俺も人の目は感じちゃう。感じちゃう？伺っちゃう。感じちゃうはちょっとあれかもしんないけど。クオリティ高い動画を毎日投稿してるのすごいと思う。いやね。でも言うて週4、5だよ。言うて週4、5のシチュエーションボイスの投稿ってやっぱり周りもやってるでしょ。だからでも頑張ってるってよりかは、聞いてくれてありがとうねって感じ。なんとも思ってないって言ったらあれだけど、そんなに気にしてないと思うから自分の意見は言ってもいいと思う。そうだよ。人の目とか顔色って本当に気になるね。気になると思うけど、さっき言ったことを大事にしてくれたらなって思うよ。次。ペンネーム、ももかっぱさん。いいね。いい名前だ。何友達の先輩の話なのですが、大学で典型的な男には優しいのに女の子には厳しい感じの女の子がいます。だから他の女の子はその子の悪口を言うそうなのですが、男の子は女の子たちがその子に嫉妬していると勘違いしてより関係が悪化してしまうと。私は6年間女子校で大学に行ったら彼氏作ってハッピーライフを送る予定なのですが、そういう子がいるかもしれないと思うと不安です。もしそんな子がいたらどう対応したらいいですか？あと、作水さんならこういう腹黒女見抜けると思いますか？腹黒女ね。でも結構よくされたら男でも女でもいい印象になっちゃうんだよね、自分って。だから結構ホイホイついてっちゃうタイプなの。ね、どうしよう。だから、作水さんならこういう腹具の女の子、見抜けると思いますか？見抜けないね。やけどするタイプだよ、俺は。いや、開いたら熱くてやけどしちゃうタイプ。でも俺は、経験するのも大事だと思うな。さ、すごい、いろんなことを考えるじゃん、恋愛って。こういう人がいいとかさ、理想の男子はとかって考えるんだけど、やっぱり一番は経験することだと思うから、恋愛も、人間関係も。だから、こういう人嫌だなって思うよりかは、いろんな人と出会って、いろんなものを感じていった方がいいんじゃないかなって思う。もし自分が腹黒女いたら、ちょっと自分は見抜けない。気をつけてね、気をつける。作法に首はつけておかないと。ワンワン、ガウガウ。っていう感じかな。次。ペンネーム。ね、女の子怖いよね。でも、多分今ここ聞いてくれてる方結構女の子が多いというか、自分のシチュエーション自分の作成のチャンネルは女の子が97割ぐらい女の子が聞いているんだよね。女性向けのシチュエーションボイスだからそれぐらいになるとは思うんだけど、そうだからあんまり男の子がいないチャンネルなんだよね。逆に男の子が聞いてたらちょっとあれなのかもしれないけど、だからそうだよね。気をつけてね、女の子のみんな。自分がもしかしたらやっちゃってるかもしれないっていうのはちょっと、ちょっと一回気をつけてもらって。でもそういうの見るのは俺はすごく、大好き。結構女の子と
97割じゃない。何 ?9 割7分っていうのかな。9割方か。97割はもうちょっとやばいな。とんでもねえな。次、じゃあペンネームいこうかな。ペンネーム、ピタゴラスさん。学校のお悩みだ。ほう。隣の席の友達が毎日のろけ話をしてきます。それはいいのですが、その後、〇〇ちゃん、私の名前を、〇〇ちゃんは絶対クズに捕まるとか、〇〇ちゃん絶対結婚できなさそうと、なぜか私の将来の恋愛話についてまで言ってきます。それも毎日、何回も、悔しいです。でもその隣の席の子は彼氏がいるので何とも言えないです。悔しいだって。いやーでも、やっぱ女の子ってこういう会話するのかな。ピタゴラスイッチ。いやでもいるよね。なんか自分の恋愛を自慢したい人って。だったり自分のさ、価値観を押し付けてくる子はいるよね。なんでもっとこうしたらさ、うまくいくのに、みたいな。その人はさ、すごく善意で言っているかもしんないんだけど、みたいな。でも自分だったら、この人は人のことを考えられない人なんだな。早く別れろよって思っちゃうよ。口では言わないよ。口では言わないけど、そうやって人のことをさ、理解できない人は絶対にうまくいかないよみたいなのを思って、ちょっと変に悪いところ出ちゃうかもしんないけど、お前覚えてるよみたいな。絶対に俺の方が幸せになるからなっていう風に思うよ。うん。悔しいよね。心の中でね。そう。心の中で。これがね、ちょっと口に出しちゃうとね、ちょっとね、女の子特有の怖いいじめが始まっちゃうかもしれないからね。その子に紹介してもらうとか。でも高校の時とかさ、紹介が一番付き合いやすかったかもしれないな。高校の時の恋愛とか懐かしいね。自分は3日間だけ付き合った女の子がいたな。懐かしいな。その時はツイッターみたいな媒体とかそういうのがなくて、また他のところで連絡を取り合うみたいな感じだったんだけど、すごい初々しいのはさ、ネットで恋愛してその後会うみたいな感じの恋愛を高校の時はしてて、結局会わなくて、ネット上でそのやりとりで付き合ったんだけど、会ってみたら会わなかったから別れようってなった時はあったんだよ。3日だからちゃんと会うってのはすごく大事なんだなっていう、ちょっともうこれも青春の一つ、黒歴史なのか青春なのかわかんないけど、そういうあれでみたいな3日だけ相当会わなかったんだよね、お互いが。私お互いその顔も持ってたからさ、やっぱり理想と現実、やっぱりちょっと理想と現実のギャップがありすぎるとさ、ちょっとねってならない。でもそう危険。同じ学校内の人だったからさ、そんな変な感じにはなんないだろうと思ったけど、ちょっと、ごめんなさいって感じだった。お互いね。次、ペンネーム、柴犬さん。人間関係で悩んでます。友人に頻繁に悩みを相談される。どうしたらいいと聞かれてアドバイスや提案をするのですが、実行に移した様子もなく、また同じ相談をされ精神的に辛い。
友達は傷つきやすいから強くも言えず、やんわりって伝わらなくてお手上げ状態です。嫌いなわけじゃないので、この関係はどうして、行くのがいいか意見が聞きたい。どうしたらいいと聞かれてアドバイスや提案をするのか。でも多分高確率で、黒青春。なんかちょっと黒胡椒みたいな感じで嫌だな。なんか。黒青春ちょっとダサくないね。黒胡椒みたいな感じになってるよ。でもなんかそういう人って大体さ、その人の中で答え決まってることが多いんだよね。なんか。もう答えは決まってるんだけど、なんかちょっと周りの意見は聞きたいけど、でも聞いたけど、その意見は聞かないみたいな感じだから、やんわり言っても伝わらなくてお手上げ状態、嫌いなわけじゃないので、この関係はどうしていくのがいいか、意見が聞きたいか。難しいなぁ。どうしたらいいんだろうね。でもなんかその人に、もう明確な答えがある状態で、多分誰かに悩みを言っていると思うから、変に考えなくていいかもしれないな。うん。なんか自分の言ったことを全部さ、実行してくれたら嬉しいけどさ、なんか人間ってやっぱり自分を尊重したいタイプ、自分自身を尊重したいタイプだからさ。だからなんだろう。そこまで深く考えなくていいかもしれない。相手からしたら、その、ピタゴラスさんが、違う、柴犬さんが出した答えを、あまりその前向きに捉えてないじゃなく、一つの案とし、一つの選択肢として捉えてるだけだから、考えすぎ、そう、聞いてるふり、そうね、アドバイス聞いてるふりだよね。だからそう、考えすぎなくてもいいかもしれない。慣れるのには大変だと思うけどね、柴犬さん。じゃもしちょっともうちょい聞きたいってのがあったら DM か、あとはなんだろうな。またなんかこういう場を設けさせていただくから、またそこで話してくれたらなって思ってるかな。まあ、所詮他人だもんねっていうのはね、あるよね。真面目に聞いてよって怒ってこない。いや、そこすごく難しいんだけど。そういうタイプなんだってのをちゃんと知って、うまく流して、この自分のちゃんと答えるけど、自分のこの答えは、あんまり参考にしてくれないっていう覚悟を持った方が生きやすいかも。作成さんに相談したらって言うと、ちょっとやめた方がいいと思う。自分はなんか自分もイライラしちゃうかも。自分の言ったことさ、ちゃんとさ、言ったじゃん。それやってよ、早く。みたいな。やばい、なんか、モラハラみたいになっちゃうから、ちょっとあれかもしれない。ちょっと、柴犬さんと同じタイプなのかもしれないけど。でもちゃんとそういう、ちゃんとやらないっていうのを頭の中に入れておくと大事かもしれないな。次、ペンネーム、リンモさん。他人からの視線が怖いです。他人といっても友人や知人、一瞬目が合っただけの人は大丈夫。怖いのは、5秒以上見てくる人、追い越してから振り向いてまた見てくる人、下から覗き込んでくる人です。腕を掴んでまで見てくる人もいます。その時は驚きと恐怖で声も出ませんでした。何ですかと聞ける性格ではないので、その場から離れるか、やり過ごすことができない。こういう場合どう対処したらいいのか困ってる。ほう。なんでなんだろうな。すごい美人さんなのかな。特定の人からなのか、多数の人なのか、わかんないけど、
自分も他人の目線すごい気になる。コミュニティ投稿で話したんだけどさ、歩いてる時に自分が人混みで歩いてたら5秒人に当たりたくないのね、歩いてる時だから。5秒後に自分の目の前で何があるのかを予測しながら歩いてるの。人に歩きたくないから。だから人の目線も人一倍感じるし、でもそれをやんないと人とぶつかるし、みたいな感じではあるんだけど、ちょっとまたこれとそれとは話が違うよね。お疲れ様。そうね、腕掴まれる。やっぱ顔が綺麗なのか何なのかあれだけど、何ですかと聞ける性格ではないので、その場から離れるか、ちゃんと伝えるの大事だと思うよ。嫌なんですけどみたいな。なんかさ、何かアクションを相手に起こすときに、そのまま黙って下を向いてる子はすごく襲いやすいというか、連れ去られやすいというか、自分のやりたいことをやれると思うんだよね。だからちゃんと嫌ってことを伝えるってのはすごく大事。今ね、何もないからいいとは思うんだけど、今後こういったことがあった場合、何かあるかもしんない。明日は我が身じゃないけど、でも自分自身は絶対自分自身で守んないといけないと思うんだよね。だから嫌な時はちゃんと嫌って伝えるっていうのはすごく大事。しかもなんか自信ありげに、嫌なんですけど触んないでくださいっていうのはちゃんと大事かな。大声出すからびっくりするから、その隙に。あとこれ人によるかもしんないけど、奇怪な動きをするとその人こいつやべえってなるから。で、なんだろうな、ちょっとこれなんか進撃の巨人みたいな感じでいきなりなんか進撃の巨人の走り方をするみたいなのは、一つの手としてはね、このやばいかもってなった時にやってみてもいいかもしれない。もう気候な行動に走るのはある意味自分自身を守るからすごく大事かなって自分は思うよ。次ペンネーム大本誌、恥ずかしいので名前は勘弁してくださいさん。かっこ閉じ。台本を読んでいる中でこの台本読みにくいなっていうのはありますか？例えばですが、開業されてない、空白がないなど教えていただけるとありがたいです。まだ読んでいただいたことがないのですが、読んでいただけるように頑張ります。作成さんも頑張ってください。読みにくい本か。でもやっぱり開業はしてほしい。開業と点句読点っていうんだっけ、その点はやっぱり大事にしてほしいし、あとはちゃんと空白の開業も自分は入れてほしいかなってすごく思うかな。なんか自分一回目を通し、自分のシチュエーションボイスを取るときのルーティーンなんだけど、ちょっと裏側の話をできればなと思うんだけど、ちょっとお手洗い行ってきていい？ちょっとお手洗いに行ってきます。すぐ帰ってくるので、ちょっとマイクをミュートにするね。ちょっとお手洗い行ってきます。ミュート。
やばいやばい。思いっきりお手洗いの流れる音が。ちょっと。OK! っていうか、ちょっと結構あれじゃない？順調だよ、順調。今ね、質問ね、ただいま。質問今19個目ですね。19個目。19個目。なんか質問増えたな。あれ質問増えたな。だって34、35、36、37、38、39、40、41、42。19個。今結構いい感じに配信して。あれ聞こえてない。聞こえてるかな？聞こえない？聞こえますか？ドレミファソラシド。ドレミファソラシド。聞こえてる。よかった。ごめん。マイクテストがちょっと癖悪すぎるな。今19個今消化して、今はちょっと1時間20分か。予定では、3時間ぐらいで終わる予定かしら。おかしいな。本当に3時間9分の感じになっちゃうね。本当にみんななんか予定があったら、全然アーカイブ残すから、全然、いいよ。でもちゃんともし何も予定がなかったら一緒に聞いてほしいな。流れる音のことありがとう。そういうことね。来週も何かしらしようと思う。来週、でもこれ全部やりたいな。はい。どうしたの？はい、ちょっと。猫いっちゃった。もうこれ全部消化したい。今日中に。っていう感じで。でも台本のね、流れなんだけど、一回全部読んでから、よしやろうってなって、パソコン開いて、読みながら、シチュエーションボイスを取っているんだよね。だから、その読みながらだからすごく、点と開業はめちゃくちゃ大事。ずっとなんかちょっと、なんだろうな、ずっと連なってる説明書みたいなのよりかは、ちゃんとそのセリフみたいな感じで開業されてるとすごく自分はいいかなって思う。だからちょっとここで実写シチュエーションボイスの秘話みたいなのを話すんだけど、前にさ、あれよ。質問に切りつけないと終わらんぞ。ちょっと頑張るわ。これだけ話させて。人様のシチュエーションボイスを実写で撮ったと思うんだけど、あれがどうなってるのか。来週大会お疲れ様自分ってことで寝ないように頑張ります。頑張れ。人様の実写シチュエーションボイスあれね、かなり難しかったの。自分は読めないから、覚えられないから、セリフを。だから、見てもらえばわかるんだけど、うまい感じに、添い寝してる風を装って、右腕でパソコンをスクロールさせてるの。左腕はちゃんと添い寝してる感じで枕に手を置いてるんだけど、右腕は、その、相手の女の子に、腕枕してる風を装って、右腕でパソコンをスクロールしてるっていうすごい難しいやり方をやってたの。まあでもなんかそういう開業とか意識してもらえたら嬉しいです。あと DM とかいただければ、ちょっとね、自分は漢字読み間違えちゃう問題。ちょっとそれはある。ちょっと自分漢字弱者なんで。なんか役者さんとか覚えれるらしいじゃん。すごいなって思いながら。でも毎日投稿するにはちゃんと読みながらやった方ができるかなって思ってるからかな。
っていう感じです。じゃあペンネームあこさん、ちょっとこれに関してはみんなの意見も聞きたいかな。結婚して専業主婦なので、結婚してずっと専業主婦なので、夕食や弁当に力を入れて頑張っているのに、最近品数が多いという理由で食べてくれなかったり、少ないよりいいことなのにね。主人のくだらない長話も、私は携帯やテレビを見るのも止めてちゃんと聞くのにもかかわらず、私が話をしてても携帯を触りながらね話しかけると、携帯を触りながらで話しかけたりするとうざそうと、深いため息まで疲れてしまうと。私は基本ポジティブなので、それでもめげずに笑顔で話したりもしたり嫌な空気にならないように頑張っているのに、本当に毎日しんどいです。作水さんが YouTube で活動する前から聞いているので、さっさと家事を終わらせて布団に入り、イヤホンで聞いて癒されるのがずっと日課になってます。内容が病んでるでも作水さんの愛があるからとても癒されています。なんだろうな、作水さんの吐息は癒されるのに、なんだろうな、作水さんのため息は癒されるのに、主人のため息は別の意味でゾクゾクします。嫌すぎて鳥肌な方で。喜んでいいのかわからないけど。かなり亭主関白なご主人様なのかなーっていうのはあるよね。でもやっぱりそのお嫁さんのこと、奥さんのことが好きだから構ってほしいっていうのもあるんよね。なんか難しいよね。なんかこういうのってさ、解決するのもやっぱり大事だと思うんだけど、うるせえ、黙って食えである。何もしなくなったら困るの旦那さんですよね。でもなんかすごい、結構この世の中はなんかいろんな話を聞くと、お嫁さんに奥さんに依存してる男性が多いってのはすごく聞くかな。なんだろうな、自分は洗濯できない、料理できない、家事できない、だけどお金は稼いでくる、お金を稼いでる男の方が偉いだろう、いやちょっとおかしいよそれっていうの結構あるよね。なんかありそうだから、話し合うってのことも大事だけど、やっぱりなんかこういった感じで支えって大事だと思うな。なんかすごくやっぱり現実逃避ってのもやっぱり大事だよね。なんかやっぱりさ、リアルも解消しないといけないことはあるかもしんないけど、やっぱ現実逃避する時間も大事だなって思うから、俺頑張るね。俺頑張るね。ってことでちょっとね、このアコさんから2個目の質問が来てます。で、この2個目がちょっともっとみんなに聞きたい。みんながどう思うのか聞きたい。1週間ぐらい家出してみるとでもさ、多分お互い好きなんじゃないかな、なんやかんや。だからちょっとお互い放っておけないんじゃない？なんかいろいろあるよね。じゃあそのアコさんから、これ結構すごい内容だな。結婚前に付き合ってた元彼のことなのですが、高校の時に付き合ってた年上の彼氏に当時はすごく溺愛されていたけど、愛が重すぎて別れ話をしたら泣き疲れたり手首を切られたりで別れる時に大変だったのに、その後の彼氏と付き合ってる時も職場や実家で待ち伏せされたり、結婚してからも子供ができてからもう一度抱きたいという内容の手紙をポストに入れられたり、
何日の何時間から何時間まで留守だったねとチェックされていたり、子供が生まれてから同じ時期の子供の切り刻まれた写真を封筒で送りつけられてたり、最初の1年半はカーテンも開けられないし、外で洗濯も干せないし、買い物は親に付き添ってもらったりで、そこから何年も警察のせいになってます。いや、怖いよね。マジヤンデレだよね。リアルヤンデレ。すごく可愛くてチャラい彼氏だったので、別れた後もすぐに彼女ができていたと友達から聞いていたのに、出来合いっぷりも別れてしまえば恐怖のストーカーでやばいです。しかも元彼は隣の県にいるのも警察の調べで分かっているのに、なぜ何年も可愛くない私をつけまとうのか、意味が不明です。こちらの姿は一度も発見できていないので、どこからいつ見られているのかすごくわからない。気をつけようともないです。これ作水さんじゃね？なわけあるか。でもちゃんと警察には言ってるんだね。これがリアルヤンデレだ。よくヤンデレボイス聞けますね。ねえ。まあでもほらさっきまこさん言ってたよ。作水さんのため息は癒されるのに、主人のため息は別の意味でゾクゾクしてます。ということは、俺のヤンデレならいいのかな。でもなんかフラッシュバックしそうだよね。でもでも確かに言えないよね。なんかさ、変にさ、これを友達に伝えたらさ、変に心配されちゃうよね。でそれもなんかちょっとストレスになるから、どこにも言えない話だと思うんだけど、まさに現実ヤンデレだよね。俺は正直ヤンデレっていうコンテンツは好きだけど、現実でヤンデレが起きたらすごい嫌というか、現実ではあってほしくないタイプなんだよね。ちゃんとそこは一般的な考えというか、あれはあるんだけど、そうだよね。ヤンデレは創作だけで十分だと思う。その思いすぎた愛から引き起こされる行動ってすごい、創作上で言ったら素敵な行動だと思うから。でも一つ言えるのは、それは俺じゃないからね。俺じゃないから。ちょっと勘違いしてる人がもしかしたらいるかもしれないから、ここでちゃんと伝えるんだけどね。まあでも、そうね。ちゃんとできてることはできてるから、あれだな。何があるかわかんないから、常に何かを持っておいた方がいいと思うな。スタンガンとか。いや、スタンガンが一番いいのかな。あとあれ、ほら、目がさ、痛くなるスプレーとかあるじゃん。からしスプレーみたいな。そういったのは絶対その外に出るときで一人になるときとかは絶対に持ち歩いてた方がいいよね。100% 持ってた方がいい。スタンガンはちょっと、スタンガンでもいいのか。スタンガンだったり、そのスプレータイプの、その目に振りかけるとめちゃくちゃ痛くなるやつとか。そういうのはすごく持っといた方が絶対にいいと思う。何かあったらまた話してもらえたらなって思ってるよ。法律上あんま良くない気もする。スタンガンダメ？スタンガンダメ？ちょっと待って。ちゃんとここは調べよう。スタンガン生じ法律。ちゃんとここは調べよう。確認ですが、スタンガンの所持や使用は合法ですよね。正当な理由なく持ち歩いていたら軽犯罪法に引っかかるけど、所持や使用自体は合法だって。包丁とかと同じ。ちゃんと使用目的があればっていう感じか。まあブザーもいいかもしんない。でもブザーなんか人混みがないところでブザーだけだったら怖くない？だからなんかスプレーとかそういうのはすごく
そう、睡眠スプレーとかなんか彼氏スプレーみたいなの持っといた方がいいかもしれない。まあなんかまた何かあったら DM とか送ってもらえればなって思う。でもなんかこういう悩みって言えない？なんか解決にならないなら、ならなかったらごめんなさいだけど、少しでもこれが聞いて支えになれたら嬉しいな。だからもっといい声を届けられるように頑張ります。防犯のためなら何でも OK なのか。SP つけましょう。じゃあ俺がつくよ、 SP なら。ペンネームみじんこさん。作水さんが好きすぎて困ってます。ありがとう。まず最初にありがとう。自分をこんななんかね、この世界には60、70、80億ぐらいの人がいる中で自分を好きになってくれて嬉しいんだけど、ネットの世界だからその好きがライクじゃなくラブだったらちょっと自分は受け入れられないかな。ちゃんとラブの人を作ってよ。そうした方が自分も嬉しいし、みじんこさんも嬉しいっていうか、いい人生を送れると思う。でも好きになってくれてすごく嬉しいよ。ストーカーのストーカー知ってるかもしれない、さっくん。もうそういうこと？違うんだけど、ちょっと怖いヤンデレを思いついちゃったんだけど、仮にこのストーカーさんが自分だとして、アコさんに自分がストーカーを助けるよって言って SP になって、一番近くでアコさんのことを見てる。怖いねペンネームとろろさん。進路で悩んでるんですが、作成さんは学生時代どうやって進路を決めましたか？学生時代は夢はなかった。だから夢なかったし、自分の強みとか何も分かんなかった。でも好きな授業はあったから、その授業で何が需要があるんだろうっていうのを考えて、とりあえず大学に行った。で、大学の中でやりたいこととかを見つけて今があるっていう感じかな。なんかなかなか学生時代やりたいことを見つけるのって難しいからさ、そういった感じで進んでもらえたらなって思うよ。来たこれ台本行き。でも台本行きありかもしんないけど、でもアコさんのあれよ、ことを考えるとさ、フラッシュバックしちゃうかもしんないって考えると、まあそういうのもいいよねっていう、だけかな。そういうシチュエーションボイスには絶対しない次。ペンネームユンちゃんさん。こんばんは。こんばんは。最初に長文の悩みになってすいません。いえいえ。私は今高校3年生です。2ヶ月前の3月に1年生の頃から好きな人に告白しました。2ヶ月前の3月に、1年生の頃から好きな人に告白しました。いいね。ですが残念ながら振られてしまったと。この相談には少し関係ないのですが、振り方が、ごめん。だったのが傷つきました。いやー、傷つくね。なんか雑。その後は、春休みだったため、気持ちを落ち着かせることができたのですが、新学期が始まってからはまた好きな気持ちが出てきてしまったと。私の通っている高校は、コースごとに分かれており、好きな人と同じなので授業でよく話し合いとか、答えの、宿題の答え合わせとかするんだね。その時に、好きな気持ちの緊張と振られた気まずさであまり話せないのが悩み。私が緊張しっぱなしだとやっぱり相手も気まずくなるし、緊張すると思うので、私が緊張しにくくなる方法があれば教えてほしい。ここ最近緊張しすぎて疲れてきました。初々しいなぁ。初々しい。甘酸っぱいなぁ。でもさ、まず、ごめん。これはひどすぎる。1
回振られたけど、まあ好きな気持ちはまだ変わらず、まあもしかしたらまだチャンスがあるかもしれないし、気持ちはまだ、あれなのね。女の子に告白されたんだぞ、喜べよ。いや、ほんとだよね。とりあえずさ、ユンちゃんはさ、よく告白したと思う。その勇気。その勇気、すごく尊敬するよ。男の方からの尊敬、告白はすごく、もうすごくハードル高いけどさ、なんか、思わない？女の子から男の子に告白する勇気ってすごくさ、勇気いるよね。緊張された好きな気持ちの緊張と振られた気まずさであまり話せないというのが悩みか。はい。はいはい。I am 作水。これどうすればいいんだろうな。まあでも、相手の気持ちを考えるとだよ。で、もし自分が好きな気持ちがまだあるし、いい方向に、付き合えなくても友達としていい方向に進んでいきたいのであれば、なんかその気まずさは出さない方がいいかもしれない。好きなら好きをオープンにしてね、もしかしたらね、相手のことをもっと知っていけば、相手が好きになる可能性もあるから、男はなかなか好きっていう気持ちをいっぱい伝えれば好きになるやつが多いから、そう、案外後悔してるパターンもあるから、もし自分がその人と付き合いたいっていうのがまだ諦めないのであれば、気まずい雰囲気になっちゃうかもしれないけど、相手のことを知りたいって思ってちゃんとコミュニケーション取った方がいいかもしれない。そうそう。自分は3回告白して、3回告白して3回振られて同じ子で、4回目、その相手から告白された時があるの。大学生の時かな。3回告白して同じ子に。3回ともダメ。俺もうダメだって思った時に、相手から告白してくれた恋愛があるんだけど、だから、もしその人と付き合いたいのであれば、諦めないぞっていう気持ちは大事だよ。次、ペンネーム、メルさん。私が振った方ですが、気まずくなったのが、相手がバイトを辞めていきました。ねえ、でも告白するってなかなか勇気いるよね。なんか相手との関係性を壊してしまうとって思うとちょっとできないけど、でも、ユンちゃんのその勇気を尊重したいな。ペンネームメルさん。学校についてです。最近高校に入学して楽しい毎日を送っています。友達もできて勉強も順調に進んで、部活の先輩とも仲良くなりました。いいね。なのに学校に行く前に泣き出してしまうことだったり、バス2なんですけど、バスの中で泣いてしまったりとか、意識していないのになんでこんなにもできないんだろう。なんで私、みんなはできるのに、私はできないんだろうと考えてしまうことが多々あります。今日も早退して帰ってきてしまいました。立ち直りたい。どうしたらいいでしょうか？難しいね。すごく難しい。多分正解はないとは思うんだけど、でも一つ言いたいのは、みんなができて、自分ができないことって結構あるよ。だから自分ができて周りができないこともあるから、だからなんだろうな。集団行動もなんだけど、
やっぱり集団行動ってできないといけないことって結構あると思うんだけど、正直、できなかったらできないでいいんだよ。焦らなくていい。できないなら、できないでいいんだよ。まあでも、冷静に考えてね。なんで泣いちゃうのかってのも、冷静に考えていいと思う。でも、すぐに解決しなくてもいい。立ち直りたいって思いすぎちゃうと、精神的にまた追い込まれちゃうから。だから、ね、みんなができるとはそう限らないからさ。うちの子小学生も学校行きたくなさすぎて朝からすごい叩かれてる。ね。俺も学校行きたくなかったもん。だから、ね、楽しい毎日を過ごしてるし、友達もできていろんなことが順調だからすごくいいと思うんだけど、何が原因なんだろうな。でもなんかうまくいっていることも、またそれが自分に負担になっていることになるのかもしれないね。ま、高校が全てじゃないからさ。ちゃんと大事なところも大事だけど、プライベートでも楽しいことをして、現実逃避するってのはすごく自分は大事にしてることかな。できなくていい。できようになるからがそう、焦ると空回りするしね。そう、みんな違ってみんないいの。本当に、なんか、本当に聞いてほしい。本当に聞いてほしい。その、周りができて自分にできないことは本当にいっぱいあるから。だから自分ができることで生きていけばいいと思う。なんかあれなのかな、もしかしたら周りに合わせすぎてうまくいっている現状なのかもしれないし。学校は学びの場、一回心を休めるのもありかもしれない。だから、まあ人生長いしさ。まだこれから80年とか60年とか生きていく中でのあれだから。まあでも、その子の悩みだから今がすごい大事なのかもしんないけどね。ね、実際その場になってみると焦っちゃう気持ちもすっごいわかるよね。わかると思う。わかるよ。すごくわかる。でもすごく焦らないで。焦ったら焦った分だけ自分の首を絞めちゃうから。そう、完璧じゃないのも魅力的だよ。すごい魅力的だと思う。自分は楽しい学校生活だったかって言われたら、そんなに楽しいあれじゃなかったかもしれないし、そういうところを見ると本当にメルさんのことすごいなって思うよ。これなんて読むんだ。じゃあ次行くね。ペンネーム読み方なんだっけこれ。ほあ、妖刀だ。ごめんね。ペンネーム妖刀ティラミスさん、いつもコメントありがとうございます。バスの中で泣いてるならそれを見て、確かにね。作成さんこんばんは。いつも動画楽しく聞いています。ありがとうございます。私はいろいろなお客様と接客する仕事をしているのですが、仕事上別の自分を演じるようにしていると。ですが、どうしても素の私が持っている悪い部分が出てしまい、最悪クレームに発展してしまう。作成さんは活動者及び活動者としての顔になるときは、人を選んだり物事に厳しく接することはありますか？また、目標に向かって心や気持ちを厳しく変えるためには何をしていますか？活動者及び活動者として顔になるとき、人を選んだり物事に厳しく接することは、あるよ。まず、活動者と仲良くならないってのは自分はすごく意識してる。
だから人を選んだりすることはすごく意識はしてる。すごく人は選んでる。女の子と 100% コラボしないし、活動者と仲良くも自分はしない。コラボもシチュエーションボイスは絶対にしない。それの理由としては、そんなの聞きたくないから。聞いてる人たちは自分の声が好きで聞いてくれてるから、だからそういったの、だからなんかそういうことをしたりもする。で、目標に向かって心や気持ちを厳しく変えるためには何をしていますか？あれだね。事実と目標、やりたいことと自分の性格を分けないといけない時がすごくある。すごいなんか難しいなこの話。すごい難しいんだけど、性格って変えられないの。性格って変えられないよね。みんな。ね。誘われることはあるの？ないなぁ。ちょっと待ってね。そのコメントずるくないね。そのコメントずるくない？誘われることはある。なんかちょっと誘われないから俺はなんか一匹狼で行くみたいな感じじゃない？ちょっとコメントずるいよ。そのコメント。なんかその性格とその事実をすごくやっぱり自分は分けてたりする。目標に向かってやんないといけないことをちゃんと明確にして、性格は度外視にするんだよね。で、目標に向かってやらないといけないことですごく大事にしてることは、仕組み化をすごく大事にしてる。自分だったらシチュエーションボイスで録音して、台本を選んで録音して、編集して投稿をする。毎回さ、このなんか編集するソフトが違ったり、録音する設定が違ったらうまくいかないと思うんだよね。だから厳しく変えるってよりかは、気持ちを厳しく変えるってよりかは、すごい自分は仕組み化をすごく大事にしてる。毎日シチュエーションボイスというか、週に4日から5日シチュエーションボイスを投稿しないといけないっていう目標があるとするじゃん。なんかすごいね、なんかちょっと真面目な話になっちゃうんでごめんね。めっちゃごめんね。で、仕組み化することによってめんどくさいもなくなってくるから。だからもうそれをやればいいんだから。週4、5でシチュエーションボイスをこのある程度の、自分の中では65点70点ぐらいのクオリティで投稿するには、しかもその当日録音して当日、発信するにはすごく仕組み化が大事。だから全てルーティンがある。台本ももう決めておいて、アプリは録音するアプリも決めておいて、設定も決めておいて、で編集するやつの基盤はもう作っておいて、で編集は全部携帯のみたいな感じで、すごく真面目。みんなコラボをしたがってるんじゃないかなって。いやごめんな、いや謝ることじゃないよ。謝ることじゃない。コラボね、コラボちょっと考えようかなとは思ってるよ。コラボはちょっと考えようかなって思ってる。あ、そう、作れるのは慣れれば余裕になるけど、根の部分が絶対に変わることないって思ってる。あ、そうね。誰でもふとした時に根の性格出ちゃうかも。そう。だから、ちゃんと、これすごい真面目な話をすると、自分は頑張るってのがすごい好きじゃない。活動でもリアルな世界でも。なんだろうな。頑張るが言い訳とまでは言わないけど、じゃあどう頑張るんだっていう感じ。ちゃんとそれってどう頑張るんだっての説明できるのっていう。なんだろう。再生回数増えるように頑張るねってお前の事情じゃんって。別に視聴者関係ないよっていう風な自分は感じになっちゃう。
すごいなんか変な感じになっちゃうけどね。なんかちょっと答え合ってるかなっていう感じだけど、そういう感じ。ペンネームくまさん。くまさん。2個目すいません。全然。この前大学のリハーサル、大学じゃない。体育祭のリハーサルがあって、友達とか後輩から来てほしいって言われたから、行ったんですよね。頑張って体を起こして学校に行ったんですけど、学校に着くのが授業始まるギリギリになっちゃって、それで教室に荷物を置かないといけないから、教室の鍵を借りに行ったと。その時鍵を渡してくれたのが自分の今の状況を知ってくれてる先生だった。それなのにすごく怒られて、学校って頑張ったのに怒られるところなんだって思って無理になったと。学校の人たち誰も信じてくれないんですけど、確かに授業始まるギリギリになった自分も悪いと思うんだけど、頑張ったのに怒られるっていうのはどうなんですかね。あとこれすごく引きずってて、どうしたらこういうことを引きずらないようになりますかね。文章長いし下手ですいません。いや全然理解できたよ。これもなかなか難しいね。どうしようかね。まあでも多分先生が怒った理由は、だから相手を理解できていないから、クマさんがそういう裏の事情があるというか、なんでギリギリになったのかを先生が知らないから、目の前に起きたものを判断して怒っているんだよね。怒っていると思うんだよね。だからなんだろうな、そういうなんで先生が怒ったんだろうっていう理由も頭の中に理解しておくとすごくいいかもしれない。そう、背景を知らないから、クマさんがなんで授業を始まるギリギリになってしまったのかの背景を知らないから、人間って、先生と例えず人間ってやっぱ目の前の状況とか知ってる、当たり前だけど知ってるものでしかさ、物事って判断できないじゃん。そうだよね。知ってることでしか知ってるメニューでしか料理は作れないし。だからそういった背景を知らないでこの人は怒ったんだなーっていうのを客観的に考えておくと少しは楽になるかも。次。28個目だ。28個目。これみんなに聞きたいらしいよ。作水さんこんばんは。ちょっと待ってね。それから配信を聞いている方々こんばんは。聞いてみたいことがあります。学生です。私の父はかなりのエリートで、東大で、博士号を取ったなど、とにかくすごかったらしい。そんな父ですが、家庭ではすごいモラハラ気質で、この表現で合ってるかな。よくわからない情緒で、いつも何がきっかけで切れるかわからないので怖いです。切れるのは大抵理不尽な理由だったり、他人のちょっとした行動だったり様々です。少し前、私が、これ起立性調整障害なのかな。朝起きれなくなったりするやつね、病気になってしまい、気持ち悪くて起き上がれない私に対し、その日機嫌が悪かった父は、起きろ、起きなさい、〇〇、私の名前と怒鳴り散らしてきたり、受験の時に勉強が辛くて泣いていると、なんで泣いているのか言わなきゃわかんないだろうとぶち切れながら、別に聞いてほしいわけでもないのに怒鳴ってくると。ちなみに母には私が生まれる前にもっとひどかったそうで、父のせいでは絶対にないですが、ストレスで胃に開いたり鬱になって入院したりしていました。どの家庭でも父が叱ったりすることはごく自然だと思います。
ここで皆様に聞きたい。うちの父の切れ方は一般的な叱りの範囲に入るのでしょうか？また、私の父のような父親が普通ですか？私の父親のような父親が普通ですか？私の落ち度から、私は父に怒られているのでしょうか？世間一般的な父親はこんな感じですか？ここで一つ重要なのは、四六時中切れているわけではないんだけど、私に愛情があるとも思ってるし、機嫌がいい時は普通。私自身も100父が悪いわけではない、尊重しているところもあると。すごい長々と失礼しました。もしの私の質問及び質問に不快になってしまった方がいらっしゃいましたら申し訳ありません。配信内で採用されるかわかりませんがよろしくお願いします。いやーすごい。ここまで自分の伝えたいことを文字にできるのは才能だと思う。こんばんは。一般的ではないと思うよ。自分の父親は何もしなかったら愛情すらなさそうだった。怒鳴り散らかすのはちょっと。相談窓口使うのも一つ手だと思う、マルルさん。まあでも、自分が言えるのは、やっぱり頭がいい人だと、ちゃんと目の前のことを理解したいし、自分の考えが第一って思う人が多いんだよね。だから自分のやりたいことに邪魔が入ったり、自分の理想じゃないものに出くわすとムッてしちゃうタイプが多いんだよね。それは理解ができないからなのね。そういうそういうじゃない、頭のいい方って理解ができないとやっぱりムってなっちゃう。だから一つは窓口に相談するっていうのはすごく大事だし、お父さんと話し合うのもすごく大事だと思う。もしかしたら起立性調整障害なんだっていうのをちゃんと伝えると理解してもらえるかもしれないし、なぜできないのか理解できないだけの可能性があるよね。そうなんで自分の言ったことができないんだっていうので、そのなぜまではわからないでそのまま怒っちゃうっていう人はいるからさ。一つ窓口を使うのも大事だし、お父さんと話し合うのもすごく大事だと思うし、そういう窓口に頼るってのもすごく大事だと思うよ。下手したら人のことがわからないならサイコパスの可能性もあるかもよ。そうね。いろんな視点で見てもらえたらなって思うよ、マレルさん。質問ありがとうね。次、お魚さん。ペンネームお魚さん。作水さんこんばんは。私の悩みは自己肯定感が低い。自分に自信が持てない。何をしても自分が周りよりできて悪く感じ、自分が生きている価値がない人間だとつい思ってしまいます。よくあるよね。自分もね、自己肯定感低いタイプ。でもすごく大事なのはやっぱり自分が何したいのか、あと自分の強みは何なのか改めて考えて、そうね、一個ぐらい自分一個ぐらい負けない強さを持っといた方がいいかもしれない。他には負けない強さ。シチュエーションボイスを取らせるならもう俺しかいないみたいな、ちょっとそれはちょっと言い過ぎかもしれないけど、他には負けない強みってのを持つと自信につながる。そういうタイプの父が大体自分の考えが正しいと思ってる人が多いから厳しいかもしれないって思います。そうね。ちゃんとでも理解し合うのも大事かなって自分はすごく思う。でも、仲間は多いんよ。近くにいなかったとしてもさ、自分
もいるし、ね、リスナーさんもいるから、そう。だからみんな一緒にいるよ。だからみんな一人じゃないよ。ここにいる人たちは特に。自分たちいるし、リスナーさんの仲間もいる。だから、一人じゃないよ。一人じゃないよ。次、ペンネームゆうひさん。私は現在学生です。悩みというか、先生から LINE の交換を、先生から LINE の交換を進路の話と絡めて進めてきたことです。反強制。その時私がもっと強い心を持っていれば断れたことなのですが、進路のこともまだ考えていたので断れませんでした。追加した後には誰にも言わないでほしいと言われてしまいましたが、学校側にはもう伝えることはできました。ですが、その先生から進路とは異なった内容の LINE が送られてくることもあったので、正直学校のその先生と会うのがちょっと嫌だと。このような目上の人からのお誘いを断るにはどんな心持ちで断ると良いのでしょうか。長文失礼しました。セクハラですね。うわぁ、でもなんかこういうのあるんだ。いやでもゆうひさん、いやよく学校側に伝えられた。いやもう本当によくやったよ。なんかね、いるよね。いるんだね。やっぱり先生の中にもこういう人って。いや偉いよね。まず偉い。で、変態教師。ねえ、なんかあんま先生のことを言いたくはないからさ、あれだけど、あんまり良くないよね。仕事と、そういうなんか、プライベートのことを一緒にする人ってさ。いや、本当に偉いと思うよ。このような目上の方からのお誘いを断るには、どんな心持ちで断るといいのでしょうか。まあ、これで言うと、まあこれからもあると思うんだよね。まあちょっと先生とか、じゃあなんか禁断の恋とかじゃなく、目上の人とか、あと年下の子、同い年の子とかもいろんな誘いをこれからあると思うんだけど、行きたくなかったら行かないってのはちゃんと伝えないと相手には分かんない。自分は会社の飲み会とかは行きたくないから、ちゃんとその5人以上、自分はね、5人以上いる飲み会はすごい苦手ってのをちゃんと伝えてるからそもそも誘われないというか。だからちゃんと伝えるってのはすごく大事だと思う。でもちょっと今回のこの話はまたちょっと話は変わってくるから、ちゃんとした場所に言うのは大事だと思う。だから学校、もうこれ以上ひどいのであれば、教育委員会とか、校長先生とか直談判していってもいいかもしれない。かな。曖昧な返事は一番ダメだと思う。ね。そういう、つけ込んでくるから。なんかそういう人って。気をつけてね。なんかあったら待ってるよ。嫌なら言えってね。言った方がいい。ペンネーム、めあちさん。次も学校です。学校にいるのが辛いこと。ちょっと嫌なことがあったりすると、2、3日引きずって病んでしまうこと、あって、もっとポジティブに行きたいです。引きずるよね、嫌なことって。嫌なことってすごく引きずる。辛いことも。なんかさ、集団で話してて、自分が話す時になって、なんか周りの反応良くないと、もっとこういう会話した方が良かったのかなーって話が終わった後にすごい自分考えるタイプなんだよね。ゆうさんこんばんは。なんかすごいちょっとコミュニケーション能力は自分はちょっと低かったんだけど、やっぱなんか嫌なことって引きずるよね。ね。まあでもなんか2つある。なんか嫌なことばっかり目を向けず、楽しいことに目を向けることと、その嫌なことってなんで嫌だったんだろうっていうのを考えて、
次につなげるってのは大事かなって思ってるよ。自分は結構現実的に物事を捉えちゃうタイプだから、あまり参考にはならないかもしれないけど、学校の世界は狭いからきついよね。なんで自分が嫌に思ったのかっていうのを冷静に客観的に考えると、またなんか新しいものが見えてくるかもしれない。ね。根はポジティブなのに一人になるとなぜかネガティブになる。あー、わかる。ね。夜でさ、一人になるとネガティブになりやすいよね。次。ペンネームハートさん。お、32個。ちょっとなんでまた増えてる。32個目。ちょっと待ってね。32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、43、43、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。お、あと12個だ。全部やるね。ペンネームハートさん。寝つきが悪いこと。いいね。でもさっきも言った通り、寝る前のルーティーンを決めるとね、寝つきが良くなったりする。寝る前に必ず毎日やること。温かい飲み物飲んだり、お風呂に浸かったり、おすすめのハンドクリーム塗ったり。自分のおすすめのハンドクリームは、金木犀の香りがするハンドクリームはすごく好きだよ。っていう感じ。永遠に終わらない。あ、ちょっと待って、ちょっと。なんか悩みがあるのはちゃんと聞くけどさ、ちょっと永遠に終わらせたくないから増やすのはちょっとなしね。ペンネームマグカップさん、こんばんは。サクさんこんばんは。こんばんは。最近サクさんのインスタ見つけて癒されてます。画像の中にサクさんの収録現場みたいなのがありましたが、サクさんはマイク何使ってますか？最近あんまインスタ動かせてないけどね、なんかいろいろ動かせたら嬉しいよ。嬉しいな。マイクはね、ブルーボトルっていうマイクを使ってる。ブルーボトルで合ってるかな。あれこれブルーボトルラベル。ブルーっていうマイクを使ってます。ブルーマイクって調べると出るんだけど、それの青色のやつを使っている。あ、ブルーバードだ。ブルーバードだ。っていうマイク使ってて、それは35,000円ぐらいかな。なんか歌用にも使えるマイクなんだけど、ツイッターに上げてたやつ。そう、結構相性がいい、自分の声と。かなり今さ、聞こえてるこの音って結構クリアに聞こえない？なんだろうな。すごい自分のこの作水が届ける音質って作られてない音というか、本当に目の前にいるんじゃないかってぐらいすごいクリーンに聞こえるし、そのクリーンに聞こえる中ですごい音質が良いと自分は冷静に判断してるんだよね。で、なんかかっこいいって思った。ありがとう。だからちょっとやっぱりこういった活動をするにはやっぱりそういったマイクの知識とかもあった方がいいと思うから、そのブルーっていうのを使ってます。臨場感がすごい。臨場感すごいでしょ？マイクに近づくとこうやって近くなるんだよ。じゃあ34個目。ペンネームリエさん。職場の上司男性からパワハラについてです。出勤時間が近づくにつれ、今日も行きたくないな、大声で、罵倒暴言言われるんだろうなと思いつつ、足取り重くて出社しています。普段通り業務していると、上司から突然呼び出され、社員さんがいる前でもかかわらず、任せた業務も何時間もかかって今まで何してたんだ、時間の無駄だろう、優先順位つけて考えて終わらせろと繰り返し言われます。さらに追い打ちをかけるかのようにデスクに戻ろうとした矢先、舌打ちをされ、お前使えないな、代わりはいくらでもいると言われ、さすがに精神状態も持ちません。心が限界です。何回か心が休まる方法がありましたが、何か心が休まる方法がありましたら教えていただきたいです。
あんまりこういった言葉を使いたくないんだけど、その上司はクソだと思います。まあ、ちょっと変に捉えてほしくないんだけど、おかしいのは、任せた業務を何時間もかかって今まで何をしてたんだ、時間無駄だろ、優先順位つけて考えて終わらせろって、そういうことを、時間をうまく使うやり方だったり、優先順位を考えてうまく仕事をするやり方を教えるのはお前なんだぞと。上司の立ち振る舞いがおかしい。これ労働案件だね。誰か答えてくれたかな。労基案件だ。これはパワハラだね。でもあれか、何か心が休まる方法か。とりあえず、聞きたいのは、リエさんが。ごめんね、なんかその上司のことを悪く言っちゃって。心が休まる方法？まあでもやりたいことをやるってのはいいかな。なんか、プチ旅行とかすごくいいんじゃない？現実逃避するのはすごくいいかもしれないね。近くの観光名所とかも行ったりするのもいいだろうし、なんだろうな。今までほっといたのに言うかって話ね。その上司こそちゃんと仕事してるかと聞きたい。ね。なんか自分は怒るって一番無駄な行動だなって思ってる。なんか自分のことを自分の考えを伝える時じゃないと思うんだけど怒る行動ってかなり無駄じゃない？なんかただ自分のうまくいかないことをただただ誰かにぶつけても現状うまくいかないからさ。だからこうやって自分はこうやって誰かに怒っているこの現場を見るのはすごく嫌というか、ちょっとふざけんなと。俺のリスナーに何してんだって思っちゃう。だからちゃんと本当にこのパラハラが嫌なのであれば、ちゃんと叱るべきところに相談するっていうのは大事。で、心が休まる方、リエさんが聞きたいのは心が休まる方法だよね。それはもうさ、作水のシチュエーションボイスがとか言いたいんだけど現実逃避がすごく自分はおすすめだよ。でもプチ旅行すごくおすすめかな。でたまに行くもん。鎌倉とか。でも俺自分一人で水族館とか行く。水族館すごい好きなんだけど。なんかそういう一人で行くところ、行けるところというか、あと一人焼肉とかもね、すごいおすすめかも。自分が食べたいものを食らうってのはすごい大事かなって思うよ。変に労力しかし相手も不快にさせるし、自分もどんどん不快になるから、怒るのは本当に無駄だと思う。そうだから、でも結構自分もちょっとイラってしちゃう時あるんだけどさ、でも本当にみんなも大事にしてほしいのは、怒ることってかなり無駄だと思うんだよね。で、怒ってる人を見たら、ああこの人無駄なことしてるんだって思っていいと思うよ。その怒ることって何も解決しないから。そうで、水族館一人で行くのすごい楽しいあと映画も一人で行くの楽しいな。最近サイコパス 4DX2D っていう席が動く、ゴン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 って動くサイコパスのアニメの映画を見に行ったんだけど、本当に面白かった。だから一人の時間大事にするのもいいんじゃないかな。ペンネーム木陰さん。最近何をするにもやる気が出なくて、寝るかただ時間が過ぎるのを待っているんです。学生なのでこのままではダメだと思っているんですけど、作水さん、無気力になることはありますか？よくあるね。無気力になることよくある。なんか
このまま進んでいって自分は何になるんだとか、みんな思わない？自分ってこのままでいいのか。でも何もしたくない。ちょっと明日のこと考えたくない。作水くん、シチュエーションボイス投稿してるじゃん。聞かみたいな時って結構あったりしない？相手と同じレベルになっちゃダメ。そう。大事。無気力昨今。結構自分ね、無気力になることがあるよ。学生ってさ、流れに身を任せれば進んでいくじゃん。勉強とかしないといけないんだけど、決まったレールをある程度の努力をすれば結構いけると思うんだけど、社会人ってすごい難しいんだよね。自分のやったことが 100% 成果につながるし、自分のやってきたことしか評価されないから、どこかで考えた方がいいかもしれないね。だから日々自分がいろんな発信をしていくから、その中でうまく変えていけるような人になってもらえたらなってすごく思ってるよ。焦る気持ちはわかるよ。だからすぐに自分の強みを見つけて新しい一歩を踏み出せるように自分も頑張れね。そう、学生の頃ってさ、よかったよねって思うよ。もっと学生の時を楽しみたかったって思うし、思うのは、学生の時に行けるところに行った方がいいなってすごく自分は思ったよ。外国とか。思っている以上に社会人って時間がないの。だから学生の時にできる時にやった方が、社会人になった時にすごく、だから配信も興味があれば配信やった方がいいと思うしっていう感じ。人に褒められるとやる気出るよね。恋愛が確かに恋愛はいいかもね。じゃあ次、ペンネームゆのさん。はい。私は小学5年生の冬休み明けから不登校だったのですが、4月に中学1年生になって、中学生になって1ヶ月経ったのにまだ学校に行けてないと。小学5年生だから2年ぐらいか。将来の子供あるから学校に行かないといけないということは分かってる。なかなか勇気が出ない。ちなみに担当の先生とは会うこともできていないが、5月30日にカウンセラーの先生とお話しする予定なので、今後どうなるかは分かりません。どうすれば学校に行けると思いますか？ 5 月30日火曜日か。どうすれば学校に行けるようになるか。とりあえずね、そのカウンセラーの人とお話をして、今自分がどういう性格だったりとか、いろいろなことをそのカウンセラーの人と話すと思うから、ちゃんとその話をしてどういった方向に行くのかってのは聞いた方がいいと思うよっていう感じかな。でもそんなにマイナスに捉えなくてもいいと思うよ。学校に行かないってのも一つの手かもしんないけど、正直ね、学校に行かないっていう意見ってあると思うんだけど、絶対に学校は行っといた方がいいよ。ある程度中学、高校、大学っていうのを出た方が、社会に出た時にね、すごい生きやすい。人によってはさ、今やめて自分のやりたいこと、YouTuber とか、あとは専門的な職業をやった方がいいよっていうのも喉大丈夫？ちょっと喉が
ちょっと飲み物取ってこようかな。飲み物ちょっと飲み物の、ちょっと話に集中しすぎた。まあ確かにこんだけこんだけ話し続けることないから結構喉に来るのかもしんないね。ちょっと喉に負担ない話し方するね。ね、行かなくてもいいけど、行ってた方がいいよね。と思うから、頭に残しておいてほしいのは、高校とか、大学とかは、絶対に行った方がいい。それの方が社会になって困らないから。で、どうすれば学校に行けるようになるかってのも、全部含めて、そのカウンセラーの先生とお話しするのは、すごく大事だと思う。カウンセラーの先生って、そういう人をいっぱい相談してるから、その、ユノさんが思う悩みの子をいっぱい担当してると思うんだよね。だからちゃんと相談して、で、ここで大事なのは、ユノさんの気持ちもちゃんと伝えるんだよ。学校に行きたくないのか、自分が何をやりたいのか。ね。次。ペンネームあーちゃんさん。もう2時間ぐらい経つのね。2時間経つ。みんなありがとうね、聞いてくれて。ペンネームあーちゃんさん。いつもお母さんが文句を言ってくるのでどうしたらいいですか？文句なのを言ってくる。文句を言ってくるなのかな。まあでもこれもやっぱりお母さんは自分がやってほしいことなのになんであーちゃんがやんないのかなっていうのを思って怒っていると思うんだよね。だからなんだろうな、ちゃんと自分はこうやりたかったってのを伝えるのはすごく大事だと思うよ。ね、専門の人って本当に大事だと思う。まあだから、まあでも少しでもこうやって聞けて何かね、さっきのユノさんのきっかけになればと思うかな。どんな文句なのかちょっとわからないな、書いてはないっていう感じ。さあここからは自分の知らない、自分の全く読んでいない悩みたち。なんかさっきまで、ここまでの悩みの投稿は配信が始まる前までの質問が多かったんだけど、こっからあと1、2、3、4、5、6、7、8個は目を通していない質問たちです。まあ文句の内容にもまあよるよね。確かに。一歩ずつファイトだ。まあもしなんかなんだろうな、カウンセラーで話があってどうすればいいってあったら DM とかで待ってるよ。次、あーちゃんさん。違う。ペンネームもやもやさん。仕事の悩みですが、上司3人が言ってることが違うので誰に従えばいいか分からず日々悩んでます。よくあるよね。あるよね。まあ人間だから価値観違うからさ。みんな、答えが違うからさ。違うのもわかるけど、この時にどうしたらいいのかか。上司が言っていることが違うので誰に従えばいいかわからない。まあ、客観的に、一つのプロジェクトに関わる上司3人が言っていることが違うっていうのがあるとするじゃん。そういった時は客観的にプロジェクトを見て自分が正しいって思う上司に従うのが一番いい。で、その一人の上司を従うじゃん。で、その後二人はちゃんとその二人もケアしながらその一人の上司を行くのね。だからうまくもやもやさんがその場を回すの。上司を操る。だから多分客観的に見れてないから意見が違うと思うんだよね。だから客観的に見て。
もやもやさんが操って後々食べちゃうってそういう意味じゃないからね。次、ペンネームしんママさん。シングルマザー、シングルファザーは恋愛、恋はしてはいけないんでしょうか。世間体がとか周りによく言われます。シングルマザー、シングルファザー、恋愛、恋はしてはいけないのでしょうか。いやいやいや、していいよ。していけない理由がないよね。まあなんか世間体でもね、なんか正直世間体とか考えてもね、きりなくないしさ、新ママさんが考えること言った方がいいと思うよ。なんかいろんなことあると思う。なんか友達もね、ガールズバーの女性とすごい仲良くて、でその人もシングルマザーでさ、その子供とすごく仲良くて、今その付き合うのか付き合わないのかみたいな感じですごく悩んでる人もいるの。なんかだから全然恋愛はしていいと思う。子供がどう思うのかっていうのも考えるのも大事だと思うけどね。どうなんだろう。でも見てくれる人が増える分には自分は嬉しいかなって思う。子供のことも思うし、シングルマザー、シングルファザーのその恋愛相手が増えるというか、旦那、嫁が増えるのも増えるというか、そういう関係がね、恋したいならした方がいいと思うよ。だから新ママさんは間違ってない。ペンネームあーちゃんさん、さっきの子かな。授業の時に嫌な人と話すんですけどどうしたらいいですか。まあ嫌な人は誰でもいるから、なんだろうな、嫌は嫌で理解して、でもなんかちゃんと話は進める。嫌だけどそこはかとなくちゃんと話を進めていくっていうの感じ。ペンネームヤッホーさん。学校で楽しく過ごしたいけど、大人やクラスのメンバーのテンション高めな感じが少し苦手です。でも一人でいると悲しく感じてしまう。あるよね。なんか陽キャの集団に混ざりたくない人間なの、自分は。なんかすごい嫌なんだよね。そのなんかバーベキューとかそういうのがすごい苦手。でもちゃんとなんだろうな。でもなんかさ、やっぱり一人でいるとそうだよね。寂しいよね。だからなんだろうな、ある程度そういうなんか見つけるのは大事だよね。そういう人を見つけるのは大事かもしれない。なんか集団が嫌な人。ヤッホーさんと自分はすごい似てるから、そう似てる人も結構いるんだよね。だからそういう人を見つけるのもいいかもしれない。なんかあったらまた言って。陽キャ集団ちょっと自分もちょっと怖いな。やっぱみんなも怖いって思う。嫌いじゃないんだけどね。嫌いじゃないし、全然自分そういうなんか陽キャ集団っていうのかな。でも仲いいタイプなんだけど、ちょっと怖い。ちょっとね、ペンネームかなさん。ちょっとこれはお悩みじゃないよ、読まなくていいからねをちょっとあえて読まさせていただきます。配信聞いてます。読んでくれてありがとう。親以外に初めて言ったんです。育児しながら送ったから文面投げやりでごめんなさい。全然。でも心にくすぶってたのが軽くなった。ずっと人にこの気持ちを聞いて欲しかった。重すぎるから別に意見とかさ、言ってもらえるような内容でもないから、ただ聞いて欲しかった。でも身内友達にはこんなことは言えないし、聞いてくれてありがとう。私も働いてるから離婚したら
下なんだけど、やっぱり好きなんだよね。今は旦那も仕事で遅くなるのは本当に仕事で遅くなっちゃってると不安にならないようにしてる。でもちょっと不安。信じてあげられない自分が嫌になったり。でも今日聞いてもらって本当に楽になった。ありがとう。ずっと悲しい気持ちを誰かに聞いてほしかったと思う気持ちが軽くなって明日から頑張れる。家族頑張れるっていう意見がいただきました。ありがとうね。まあなんか本当に悩みを正直聞くことしか自分はできないかもしれないけど、こういったコメントをいただけて、こういった場を作れてよかったかなって思ってるよ。ネットだからこそのいいところだよね。本当に言えない悩みってあるよねって思う。ね。じゃああと1、2、3、あと3つだ。あと3つやって、ちょっと雑談して終わろうかなって思います。ペンネームゆめさん。こんにちは。こんにちは。日本語は下手だから翻訳機を使って書きました。もし間違っていたらすいません。全然。私は高校に住んでいます。半年前、元のルームメイトが知らないうちに私の秘密を全部ぶちまけて、陰口を言われました。その時みんなに嫌われて、友達は誰もいません。陰口、はい。彼女は友達と思っているのに、いつも私を否定して、みんなと一緒に私を孤独にします。今新しい友達ができましたが、その怖い思いはまだ残っていてトラウマです。もし裏切ったらどうしよう、もし嫌われちゃったらどうしようと思って人と話すのが難しくなりました。トラウマってあるよね。こういうトラウマって引きずるよね。なんか一回告白断られると、やっぱり新しい人に告白しようとするとすごくさ、言いづらい時ってあるよね。また断られたらどうしようみたいな。まあでもだよ。その友達はそうだったかもしんないけど、新しい友達はそういう友達とか、そういう、秘密をぶちまける人って少ないから、だから新しい友達もそういうことしちゃうんじゃないかって思うのは、ちょっと失礼かもしれない。いい意味でね。だから新しい友達は新しい友達の考えがあるから、大丈夫だと思うよ。大丈夫。ね。次。ペンネーム眠れない子犬さん。こんばんは。作水さんこんばんは。こんばんは。いつも投稿を楽しみにして癒されております。私の悩みなのですが、精神疾患があります。あまり周りに理解されないタイプで、親に打ち明けても心が弱いとか、被害妄想だと言って受け入れてもらえません。あら、会社でも仕事ができるのに精神的にしんどい時があり、欠勤してしまう時があると。欠勤があるから一人としてカウントできないからと退職を迫られている。独り身なら簡単なんだけど、シングルマザーな立場でなかなか言えない。自分自身に向き合うことも難しく、仕事と育児と家事を両立している毎日。精神疾患、うつや自傷行為がある方は世間体ではマイナスな人なのでしょうか。皆様にも意見を聞けたらなと思っています。精神疾患とかうつや自傷行為に対してマイナスなイメージを持っている人って、精神疾患とかうつとか自傷行為をしたことがない人だと思っているの。ね、言っちゃいいのは、診断書もらって、一つの案としてはね、精神的なその病院に行って診断書もらって、診断書さえもらえれば、診断書もらって会社に提出すれば、お休みをもらいながらお金をもらえる法律があるから、それを利用するのもいいかもしれない。うまく利用するのもいいかもしれない。
でもここにいる人たちはマイナスなイメージにはなんないと思うよ。まあちょっとね、自傷行為ってさ、普通の人っていうのもあれだけど、理解されにくいじゃん。自傷行為してる。いいね、自傷行為っていう人は正直いないと思うし。何？自分の体大事にしなよって思う人もいるかも思うけどさ。でもやっぱり違うじゃん。その人にはその人の価値があるからさ。だから全てがマイナスか、全てがそれは合ってないかって言ったら絶対に違うと思う。でも精神的なものって理解されにくいよね。俺も思ったもん、精神的な病になった時に、なんか、マイナスな目になる時もあったし、マイナスな目に触れられることもあったしさ。ちょっと嫌だよね。まあでも、冷静に考えると、多分、個人事情で退職させて、お金を、なんかあるよね。自分のその理由で退職させると、給食手当みたいながより緩和されるみたいなのがあるから、そういった会社都合もあって、辞めさせようとしてるのかもしれない。まあ、あれだから一回方法としてはみんなも書いてると思うけど、診断書を書いて、診断書をもらって、しっかり提出するところに提出するのはいいかもしれない。そう、証拠ないと認められないからね。それはある意味、子供を守るっていうことにもなるかもしれないし。っていう感じかな。思い詰めないでほしい。そう、みんないるから。自分もいるから。なんかあったらまだ待ってるよ。では、皆さんお待たせしました。最後。ペンネーム、羊さん。羊ちゃんだ。上司が今年新しい人に変わり、その人が週に2、3回遅刻する&その業務が遅れたことを、追求されると他の人のせいにするというクソ上司なのですが、どうしてやろうか考えています。サクくんならどうしますか？自分だったらどうするか。なんだけど、自分だったらね、すべてまとめる。証拠がね、結局証拠がないと認められないってチョモさんが言ったように、その証拠がないと会社も判断しづらい。だからまとめる。浮気とか不倫も口で言ったら認められないけど、データとかやり取りとかをまとめて叱るべきところに提出すれば勝てるのね。法律で勝てるの。だから全部まとめるだね。遅刻することもまとめるし、その業務が遅れてしまった理由をちゃんと文字にして貯めておくの。なんでその上司が理由で、業務が遅れたのか。徹底的にやろう。証拠って本当に大事だと思うよ。で、俺ならね、ちょっと待って、賛否両論あると思うけど、俺なら徹底的にやる。そんなクソ上司いらないから。それが周りに回って自分に来るじゃん。そう。その業務が遅れたことを追求されると他の人のせいにする。周りに回って自分に回ってくるから、いらないんだよ、そんな上司。だから、ヤンデレの羞恥心を見習いましょう。そうね。ちゃんとまとめて、ちゃんとメモして、叱るべきところに提出する。だからこれ提出する先はどこにしようね。労務関係だから。そこの、とりあえずそこの幹部とか部長とかに言うのはいいかもしれない。そう、逃げ道塞いでいいと思うね。
っていう感じで、とりあえず今すべての、悩みが終わりました。BGM を変えよう。あ、ちょっと待って。この BGM、ちょっと待って。やばい、二重で聞こえてる多分。ちょっと待って、ごめんね。オッケーっていうことでなんやかんやありがとうございました。アーカイブ聞いてくれた方も、ずっとこうやって見ていてくれた方も、本当にありがとうございます。なんやかんや。2時間何分だ？まあ、でも、それぐらいお話をさせていただきました。お疲れ様ありがとう。でもなんかこうやって思うとさ、なんかいろいろやっぱり悩むことあるよね。あるし、やっぱり人に言えない悩みって結構多いんだなってのをつくづく感じました。だから定期的にこういったね、やつは、設けた方がいいんだなって思うし、なんか改めて聞いてあげるだけっていうのもいいなって思いました。お疲れ様でした。ありがとう。まあなんか今日が何かのきっかけになれば嬉しいかなって思うのと。ね、まあ、本来自分はシチュエーションボイスで投稿して、ヤンデレとか、なんだろうな、そういう作品を投稿するタイプの配信者だから、なんだけど、なかなかこうやって自分の考えとか、もう発信していただけたらなって思ってる。で、こうやって一人でも多くの人を、本気で一人でも多くの人を救いたいって心から思ってるから、作品でもそうだけど、こういった配信でも救えていけたらなって思ってますいや、ありがとうございました。どうでした聞いていて。なんか思ってた以上に自分はこうやって話すと、2時間ぐらい話すと声が枯れちゃうんだなーっていうのを思っちゃいましたでもなんか慣れればあれなんだと思うけどちゃんとこの後配信は終わったら、ちゃんとケアするのはちゃんとケアをして自分やっていきたいと、ちゃんとケアをしていきたいなとは思います。何個答えたんだ結局。3から47だから43個の質問に答えさせて、いただきました。で、いろんなコメントと、あといろんな質問内容、本当にありがとうございました。自分も学ぶことが多かったし、こんなんでいいのかなと思いつつ、やれていけたらなって思います。すごくためになる話が聞けた。本当に喉が心配です。痛くはないから、多分大丈夫だと。でもちゃんと叱るべきケアはするかなっていう感じです。ちょっと長時間になったんで、アーカイブ聞いてくれてる人も今まで聞いてくれてありがとうございます。今も聞いてくれている人ありがとうございます。もしよかったら Twitter のフォローとか、YouTube のチャンネルフォローとか、お待ちしてます。で、一応配信のタグつけてます。作杯と、作さんそういえばっていうのを、タグで作ってるので、もしよかったら Twitter に自分の感想とか書いてくれたら嬉しいです。声出し続けたら声で出なくなるね。大事にしてね。ありがとう。悩み聞いてもらえて少し楽になりました。本当嬉しいよ。なんかこういった感じで週1で土曜日何かやっていければと思うから、次はなんかもうちょい短いやつで、普通に雑談でやっていけたらなって思うから、基本土曜日の20時半開けといてもらったらなって思います。で、アーカイブは基本残す感じでいくので、よかったら、
これからも自分のシチュエーションボイス、もしくは何シチュエーションボイスだったり、こういった配信とか聞いてもらえたらなって思ってます。で、ちょっと宣伝させてもらいたいんですけど、そう、作杯ね。その作に杯はちょっとまた違ってくるから。宣伝というか、先ほど一人二役のヤンデレのシチュエーションボイスを投稿しました。声が高いのと、声が高くて優しくて甘い、人と、少し雑な低い声で一人二役をしました。内容は、ヤンデレ投稿者にみんなが挟まれる話。捕まる話です。もしよかったらこの後聞いてくれたら嬉しいな。あと高評価と感想とかもあったら嬉しいなって思ってます。で、この動画ももしよかったら何か思うことがあったりとか、感想とかあったらここにもコメントお待ちしてます。ぜひぜひお待ちしております。で、一応メンバーシップを始めました。月額690円で今コメントにあるようにバッジをついたりとか、あとより悩みを深く聞く限定配信コンテンツだったりとか、あと限定のスタンプとか貼れるようになってるので、まあね、自分の携帯でやってないとかいろんなあれもあるから入るのは全然強制じゃない。もし入っていただけたら嬉しいなっていう感じです。タイムテーブルまた書いていいですか？いや、タイムテーブル書いてほしい。タイムテーブル書いてほしい。お願いしていい？おかわりしに行く。本当にありがとう。いや、でも本当に今日はありがとうございました。長々と聞いてもらって。でもこうやってなんかみんなとお話できたのが自分はすごく楽しかったな。タイムテーブルね、前のタイムテーブルもすごい助かった。ありがとうね。最近コメントできなくて、できないけど、ありがとう。全然いいんだよ、コメントは。したい時にしてもらって。ということで、本日はこれにて終了させていただきたいと思います。作水の秘密の一夜。ここでしか聞けない悩み。皆様の悩みを聞かさせていただきました。5月27日土曜日。23時24分お送りします。ほぼほぼ3時間かな。ほぼほぼ3時間だね。お送りさせていただきました。タイムテーブル本当助かるね。ありがとうございました。では、本日も終わりたいと思います。来月、なんかいろいろメンバーシップも、日々自分の作品を聞いてくれるのが嬉しいです。ではまた。明日も音声投稿するので、いろいろとまた魅力的なものを投稿していけたらなって思うので、引き続きよろしくお願いしますのと、6月もよろしくお願いします。では、皆様、本日もお疲れ様でした。おつさくでした。ではまたね。